ただで飲み食いしに来たのかよ。すげえ貧乏だったもんな、お前。楽しかった同窓会は、彼の登場ですぐさま空気が変わった。中学時代、ずっと俺をバカにしていたクラスメートだ。どうせ会費も払えないんだろ。なんなら俺が払ってやってもいいぜ。高卒くんにおごってやるよ。大卒エリート様がな。あの頃の俺も何を言われても耐えることしかできなくて、蘇ってきた辛い記憶に体がこわばった。その時、ね、お話ししましょう。着物姿の美女がいきなり腕を絡めてきて、俺の耳元で囁くのだった。行きましょう。二人で静かなところに。俺以外のことなんて、まるで目に入っていないかのような美女。彼女に腕を引かれるまま、俺は人気のない物陰に連れて行かれて、ここから人生を変えるような一夜が始まるのだった。俺の名前は立花雄一、25歳。とある中小企業で営業をしている会社員だ。雄一、はがきはちゃんと出したの？いつものように会社から帰って夕飯の準備をしていたとき、地元で暮らしている母が電話をかけてきた。ちゃんとお返事しないと、幹事の方にご迷惑よ。あなたは昔から面倒事を後回しにする癖が。はいはい、わかってるよ。ちゃんと書いて出すって。じゃあ、もう切るから。母が何か言おうとしていたが、一方的に電話を切り、ため息をこぼす。そして、テーブルに置かれた紙にちらっと目をやり、少しだけ顔をしかめる。その紙の正体とは、同窓会の出欠確認のハガキだったからだ。出席したくない。それが、俺の正直な思いだった。というのも、この度開催されることになったのは、中学校の同窓会。俺の中学時代といえば、正直、あまり良くない思い出ばかりだったからだ。俺は3歳の時に両親が離婚。それから、母に女手一つで育てられた。いわゆる母子家庭育ちというやつだ。母は、俺を育てるために、文字通り自分のすべてを投げ打ってくれた。自分の食事を抜いてでも、俺にお腹いっぱい食べさせてくれた。いつも働き詰めでくたくたなはずなのに、自分が休む時間を削ってでも、休日には遊びに連れて行ってくれた。そんな母が、子供の頃は大好きだった。そのはずなのに、中学時代の俺は最低なことを思ってしまった。母の存在が恥ずかしいなんて。雄一、学校からのお知らせがどうしてゴミ箱に入ってるの？他のお母さんに聞いてびっくりしたのよ。明日が授業参観なんて。中学1年のある日、自分を叱る母に、俺はふてくされて悪態をついた。わかんねえのかよ。なんですって？ちょっと待ちなさい、雄一。学校に来んなってことだよ。いいか？絶対来んじゃねえぞ。そう母に言い放って、俺は自分の部屋に閉じこもった。翌日の朝も、絶対に来るなと再度しっかり念押しして、何か言いたげな母を無視して学校に行った。ところが、今日なんで来たんだよ。あんだけ言ったのに。ごめんね、雄一。どうしても、雄一が頑張っているところを見たくて。母は授業参観に来た。型崩れして色も抜けたシャツに、ほつれた裾を縫ってあるヨレヨレのスカート。手には、10年以上使っているせいで、ボロボロのバッグを持って。そのせいで俺は、恥ずかしいんだよ。こんなのが母親とか。だから嫌だったのに。雄一。この頃の俺は、家庭環境を理由に、ずっとクラスでからかいの的になっていた。母子家庭だから、貧乏だから。服を買い替える余裕もなくて、いつも母親がみすぼらしい格好をしているから。この日も母が教室に現れるなり、クスクスと笑い声が広がった。前の席のクラスメートなどは、わざわざ俺の方を振り向いて、ほら、雄一、母ちゃんが来たぞ。汚い格好だからすぐわかるな。と、ニヤニヤしながら囁いてきて、泣きたくなるほど恥ずかしくて、授業が終わるまで一度も顔を上げられなかった。その鬱憤を俺は家で母にぶつけた。母は悲しそうな顔で、
ごめんねとつぶやいて、それから一度も授業参観に来ることはなかった。こんな出来事もあって、俺の中学時代は散々なものだった。高校に進学すると、最も意地悪かったクラスメートとは離れたことで、からかわれる頻度は激減したが、やはり家庭環境のせいで諦めることになったものは多かった。その一つが大学進学だ。自分よりも成績の低いクラスメートが当たり前のように進学を選ぶ中、俺は高卒で働かざるを得なかった。人は生まれる環境を選ぶことができない。だから俺も仕方ないと割り切って与えられたなりの人生を送ってきた。割り切ってしまえばそれなりに楽しくて充実した人生だ。仕事はやりがいがあるし、周囲の人間にも恵まれている。しかし、心のどこかでは今も小さなしこりを抱えている。それは、もしも母子家庭じゃなかったらという思い。両親が揃った裕福でなくても、ここよりは余裕のある家で育っていたら、もっと違う人生もあったんじゃないか。そんな思いだ。それが負い目になってか、なんとなく顔を合わせづらくて。俺は就職で地元を出て以来、母が一人で暮らす実家に帰っていない。本当は行きたくない中学の同窓会。けれど俺には、どうしても行かないといけない理由があった。すぐさまペンで出席に丸をつけると、俺はハガキを通勤バッグにしまった。そしてこの翌日、仕事。これは仕事のためだ。そう自分に言い聞かせながら、俺はポストにハガキを投函するのだった。あれは今から約1年前。商談のため、とある企業を訪問することになったのが、そもそもの始まりだった。俺の会社は、旅館やホテルに置いてある、使い捨ての歯磨きセットやヘアブラシ、いわゆるアメニティグッズを製造している。会社の規模こそ大きくないが、製品の質は宿泊業界でも評判で、有名老舗旅館などとも取引がある。しかしまさか、あの企業から、ぜひ直接会って話を聞きたいとオファーがあるなんて。そして、特に目立つ成績でもない俺が、先方から担当に指名されるなんて。まあ、とりあえず頼んだ。取引につながれば御の字。ダメでも無事に帰ってこいよ、せめて。上司にも困惑しながら送り出され、俺は夢でも見ているような心地で商談に向かった。全国各地で温泉旅館を経営する、ここ十数年で急激な成長を遂げた、堀内リゾートグループ。そんな誰もが知る有名グループ企業の本社へと。ところが、ここでさらなる驚きが、応接室に通された俺を待っていた。もしかして、堀内さん？ええ、久しぶり、立花くん。なんと、商談のオファーを送ってきたのは、俺がよく知る女性、中学時代のクラスメート、堀内美優さんだったのだ。昔と雰囲気が全然変わってない。なんだか安心しちゃった。そうかな。明るくはしゃいだ声を上げる堀内さん。彼女の方は随分綺麗になった。当時も可愛いと評判だったが、すっかり大人の美女になっていた。ビシッとスーツを着こなして、艶のある髪を一本の乱れもなくまとめた、いかにも仕事ができそうな雰囲気の。私、今は会社を継ぐための勉強中で、いろいろな部署を回って経験を積んでいるの。今年から営業部で働いているわ。そうか。ここは堀内さんの。考えてみれば、彼女が現れたのはそこまで驚くことではなかったかもしれない。堀内リゾートグループは、彼女の父が経営している会社。たった一軒の温泉旅館からスタートして、次々と全国に旅館を展開していった結果、今では国内屈指の巨大グループ企業に成長。一人娘である堀内さんは、社長令嬢にして、その後継者というわけだ。ところで、この度は弊社の製品に興味を持っていただいたと。思わぬ再会をしたせいで、うっかり本来の目的を忘れるところだった。これではいけないと気を引き締め、早速俺は本題に入った。そんな俺を見て、堀内さんはにっこりと笑顔を浮かべた。やっぱり変わってないのね、立花くん。昔のまんま。どうも、母。そんなにかしこまらないで。私たち、昔よくおしゃべりしたじゃない。あんな風に気軽に、ね。
いえいえ、そういうわけには。彼女の言う通り、中学時代それなりに仲が良かった俺たち。しかし、今は立場が違う。彼女の父に睨まれたが最後、たかが中小企業ごときは簡単に潰されてしまうだろう。それだけ圧倒的な力の差がある以上、俺も下手な態度をとって彼女の機嫌を損ねるわけにはいかない。だから、この数を週末までに用意してくれる？お客様から歯ブラシの材質が気に入らないってクレームが入ったの。他のサンプルを今日中に送って、できるだけ大量に。こんなたびたびの無茶な要求にも、どうにか手を尽くして答えるほかなかった。堀内さんが大口契約を結んでくれたおかげで、俺は一躍成績上位に名前を連ね、上司も大喜びだったが、まさか1年もの間、堀内さんに振り回され続けるとは思わなかった。そして今から1週間ほど前、俺は今後に関して相談があるという連絡を受け、堀内さんの元を訪ねた。彼女と応接室で顔を合わせるなり、早速本題に入ろうとしたのだが、突然のことだった。正面のソファーに座る堀内さんが勢いよく立ち上がって、俺の方に近づいてくると、いきなり隣に腰掛けたのだ。堀内さん。ねえ、立花くん。まだだったわよね。同窓会の出欠確認よ。私が今回の幹事なの。はがきを見たなら知ってるでしょ？うん。至近距離でじっと見つめられて、俺はしどろもどろになりながらうなずいた。同時に、はがきの送り主の名前を見たとき、一瞬で複雑な思いに包まれたことを思い出した。辛い中学校生活の中、いつも明るく接してくれる彼女に、俺は励まされていた。しかし俺には、彼女にまつわる苦い思い出もあったから。立花くんも来てくれるでしょ？もう他のみんなはほとんど出席の返事をくれているわ。いや、俺は。必ず楽しい会にするから、お願い立花くん。ちょっと。妙にしつこく迫りながら、さらにぐいぐいと距離を詰めてくる堀内さん。どんどんソファーの端に追いやられて、ついに逃げ場を失う俺。そして堀内さんは、ここでそれは反則だろうというカードを切り出した。お仕事の話は、改めて同窓会の日にしましょう。お酒でも飲みながら、ゆっくりと。来てくれるわよね、立花くん。こうして俺は、同窓会に出席せざるを得なくなったのだった。実質、会社の未来を盾に取られた形で、同窓会に出席することになった俺。会場は地元にある、堀内さんの実家が経営する老舗温泉旅館。大宴会場を貸し切りにしてくれるばかりか、なんと希望者には宿泊できる部屋を提供してくれるという太っ腹ぶりだ。予約の取れない人気旅館を同窓会の会費だけで堪能できるというのもあってか、ほぼすべての同級生が出席することになったらしい。そうなると必然的に、できれば会いたくないクラスメートとも、ほぼ全員と会う羽目になるわけで。会社のためだ。堀内さんと話し終わったらすぐに帰ってくればいい。そう自分に言い聞かせながら、俺は随分久々に地元へと向かったのだが、会場である旅館に到着すると、ある予想外な出来事が待っていた。お前雄一だろう。元気だったか？めちゃくちゃ久しぶりだな。雄一、全然帰ってこないから、みんなで心配してたんだぞ。立花くんだ。久しぶり。すでに集まっていた元クラスメートたちが、次々と俺の元に集まってきたのだ。みんな口々に、俺を気遣う言葉や、再会を喜ぶ言葉をかけてきて、俺は戸惑いながら、はっと思い出したことがあった。あの辛い中学時代は、何もすべてが辛い思い出ばかりじゃなかった。中には友人として仲良くしてくれたクラスメートや、決して俺を笑わなかったクラスメート。からかわれる俺をかばってくれたクラスメートもいた。そんな彼らと過ごした楽しい思い出も確かにあったんだと。みんな覚えてるよ。久しぶり。ずいぶん迷ったけど、やっぱり同窓会に来てよかった。美味しい料理やお酒を味わいながら、たくさんの話に花を咲かせて。この日、俺は予想外に楽しい時間を過ごした。来てよかったでしょ、立花くん。俺が一人になったタイミングで、ビールを注ぎに来てくれたのは、
あでやかな青い着物姿の堀内さんだった。言ったでしょ？必ず楽しい会にするって。にっこりと笑う彼女は眩しいくらいに綺麗で、俺はカッと熱くなった方を冷ますように一気にビールを煽った。堀内さん、もしかして、あれほど強引に誘ってきたのは、仕事の話は口実で、俺をクラスメートたちと再会させるためだったのか？そう尋ねようとした、その時だった。突然、楽しい時間は終わりを迎えたのだった。堀内、こいつに酒なんて継ぐなよ。どうせただで飲み食いしに来たんだから。そんな声とともに、背中にドンと大きな衝撃。驚いて振り向くと、一人の男性がニヤニヤと笑いながら、グラスを片手に拳を握りしめていた。どうせ会費を払わないで帰る気だろ？お前。これだから貧乏人は。だから根性が癒しってんだよ。中島。俺を小づいてきた彼も、もちろん中学時代のクラスメート。母子家庭の貧乏人。お前の母ちゃんいっつも汚い格好してるよな。ちゃんと授業参観のお便りは見せたのか？みんな楽しみだってさ。立花の母ちゃんがどんな格好で見に来るのか。そんな言葉で、誰よりも率先して俺をからかってきた中島直人だった。中島くん、顔が真っ赤だわ。少し飲みすぎじゃないかしら。やんわりと堀内さんが中島を注意してくれる。しかし、そんな程度では止まらないのが中島。俺の中学時代を辛いものに変えた張本人だ。もし彼が、あの頃から変わっていないとしたら、俺が抱いた嫌な予感は、次の瞬間ピタリと的中した。なんだったら、俺が会費を払ってやろうか。何せ俺は大卒で、それなりの会社に入れたからさ。朝飯前なんだよ。高卒の底辺におごってやるくらい。中島くん。堀内さんの声が一気に鋭くなる。それでも中島は、ニヤニヤとした笑みを崩さず、今度は堀内さんをターゲットに定めた。ずいぶん綺麗になったな。堀内。その着物も似合ってるよ。どうだ？こんな惨めったらしい奴に構ってないで、あっちで俺と飲まないか？そう言いながら、中島が慣れ慣れしい様子で、堀内さんの肩に手を回そうとする。ところが堀内さんは、それをさっと華麗にかわして、流れるような動きで、俺の腕を取った。ドキッとする俺の耳元で、堀内さんはそっと囁いてきた。お仕事の話しましょうか。二人で静かなところで。うん。腕を引かれるまま、俺も立ち上がって、彼女と一緒にその場を離れる。堀内、なんだよ。俺よりそんな奴の方がいいってのか？たく。悔し紛れに悪態をつく中島を無視して、俺たちは廊下に出た。そして、宴会場の大騒ぎが聞こえなくなるまで、しばらく歩き続けて、ちょうど人が通らなそうな物陰を見つけると、早速俺から切り出した。堀内さん、話というのは？ところが、仕事の話だからと気を引き締めた俺は、堀内さんの答えに拍子抜けした。立花くん、今日は泊まっていくんでしょ？だいぶお酒も飲んじゃったことだし。こんなこともあろうかと、立花くんの部屋も用意してあるの。明日の朝ごはんも楽しみにしていてね。ありがとう。じゃなくて、仕事の話があるって聞いたから俺は。ねえ、立花くん、ちょっと聞きたいんだけど、今、お付き合いしてる人がいたりするの？どんどん話が妙な方向にずれていく。それと同時に、どんどん堀内さんが距離を詰めてくる。立花くんのことだから、きっと素敵な恋人がいるでしょうね。いいな。何が？着物姿の美女に体を寄せられて、すっかり酔いも覚めたはずだった俺は、またドキドキと動機が激しくなってきて、ほとんど息をするのも忘れてしまって。私には、もうチャンスがないの？それはどういう意味なんだ？そう思った瞬間、ついに限界を迎えた。そろそろ戻らないと。堀内さんは幹事なんだから、ね。俺は逃げた。堀内さんの肩を掴んで、宴会場の方向へ回れ右させた。立花くん、まだ話は。また後で、とにかく怪しまれないうちに戻ろう。こんな場面をクラスメートたちに見られたら、きっと勘違いされてしまう。
仕事の話をしないのであれば、さっさと宴会場へ戻るに限る。ほらほら、さあさあ。あ、待って、立花くん。背中を押しながらせかす俺を、堀内さんは振り返って、お願いがあるのと言った。お願い？そう、宴会場に戻ると、まだワイワイと盛り上がっていたものの、だいぶ人数が減っていた。どうやら一次会が先ほどお開きになり、もう帰る人や部屋で休む人以外が残って、これから二次会をするらしい。やっと戻ってきた、ゆういち。お前も一緒に飲もうぜ、こっちで。かなり酔っ払ったクラスメートに捕まって、そう声をかけられたが、残念ながら、俺には先約があった。ごめん、ちょっと飲みすぎたみたいで、具合が悪くて。そうなのか？大丈夫か？うん。先に休ませてもらうよ。俺はトイレに。そう言うや否や、俺は再び宴会場から廊下に引き返した。嘘をついてごめんと、心の中でクラスメートに謝りながら。ここから少し歩いたところに、あまり知られていないけど、温泉があるの。後で入りに行きたくて、夜道を一人で歩くのは怖いから、一緒に来てくれない？立花くん。堀内さんのお願いとは、こんな内容だった。幹事の仕事を片付けてくるから、後ほど俺の部屋の前で待ち合わせをしよう。そう約束して、一旦彼女とは別れたのだった。山の中の人か。ちょっとワクワクするな。それに、そんなところに堀内さんと行くことになるなんて。思ってもみなかった展開に、ずっと俺はドキドキしっぱなしだった。ところが、そんな気分に水を差す人物が、俺の前に現れた。おい、見たぞ、立花。ずいぶん楽しそうに話してたな。まるで通り道を塞ぐように、いきなり廊下の途中に現れたのは、腕を組んで不機嫌そうに俺を睨む中島だった。聞こえたんだよな、たまたま。堀内と温泉に行くとか、なんとか。なんと俺たちが待ち合わせの約束をしているとき、近くに中島もいたのだった。それには驚いたが、別にやましいことがあるわけじゃない。俺は堀内さんのお願いを聞いて、温泉まで彼女に付き添うだけだ。それがどうした？中島には関係ないだろう。はっ、ずいぶん強気になったもんだな。昔は、俺たちに何を言われようと、黙ってうつむくだけだった立花が。また昔の話を持ち出して、ニヤニヤと俺をあざけるように笑い始めると、中島はつかつかと、こちらに近づいてきて。わかってるよな。母子家庭で貧乏なお前と堀内じゃ、全く住む世界が違うんだぜ。間違っても勘違いするなよな。あいつに好かれてるなんて。すれ違いざま、そんな言葉を囁かれて、俺は浮かれていた気持ちが急激にしぼんでいった。危うく、もう少しで勘違いするところだった。あの時、あんな目に遭っておきながら。あれは中学3年の頃。当時の俺は、誰にも知られることなく、こっそりと堀内さんに片思いをしていた。本当に、中島くんたちはしつこいんだから、あんなの気にしないでね、立花くん。有名な旅館をいくつも経営する社長の娘。成績優秀でスポーツ万能。それに学校中で噂になるほどの美少女。それらを少しも鼻にかけない明るくて気さくな性格。あらゆる面で完璧だった彼女は、俺なんかを中島たちからかばう優しさまで持ち合わせていた。中島の言う通り、俺たちは住む世界が全く違ったのに。いつも分け隔てなく、俺が母子家庭育ちなことも、貧乏なことも気にせずに接してくれた。そんな彼女に、いつの間にか俺は恋をしていたのだった。そんな思いを抱えたまま、あっという間に1年が経って、俺たちが中学校の卒業式を迎えた日、式が終わった後、俺は校舎裏に呼び出された。話って何？堀内さん。立花くん。先に待っていた彼女は、なぜか顔を赤くしていて、俺の顔を見つめたり、下を向いたりを何度も繰り返して、やがて意を消したように切り出した。立花くん、私、あなたのことが好き。私と付き合ってください。え？俺は驚いたのなんの。自分なんて彼女に告白する資格はないと、初恋を諦めようとしていた矢先。なんと、
その相手から告白されたのだから。離れ離れになる前に、どうしても伝えておきたくて。そう言って堀内さんは恥ずかしそうにはにかんだ。それを見て俺は可愛いと心臓がドキッとして、つい勘違いをしてしまったのだった。俺も堀内さんが、堀内さんのことが俺もずっと好きでした。そう打ち明けようとした、その時だった。バーカ！何本気になってんだよ、立花！大きな笑い声とともに、物陰から飛び出してきたのは、いつも俺の家庭環境をからかう、中島がリーダー格のグループだった。ドッキリだよ、ドッキリ！堀内がお前なんかを本気で好きになるわけないだろう。身の程をわきまえろよ、ド貧乏人。ああ、笑った笑った。最高だったよ、堀内。意外とやるな、堀内も。こんなドッキリを思いつくなんてさ。実はずっと立花が嫌いだったとか？そう林立てながら。中島たちは俺を取り囲んで大笑いした。俺はショックで呆然としながら、何も反論しない堀内さんを見つめた。堀内さん、嘘だったの？本当にドッキリで、俺が嫌いで騙そうと？ええ、好きじゃないわ、立花くんなんて。そうつぶやくと、堀内さんは走り去っていった。そして、別々の高校に進学したことで、俺たちはそれきり。だから、決して勘違いしてはいけない。堀内さんが俺を好きになるなんて、そんなことは絶対にありえないんだから。中島と別れてから、1時間ほど部屋で休んだ頃、入り口の襖が小さくノックされて、外から堀内さんの声が聞こえた。お待たせ。温泉に行きましょう、立花くん。それにすぐ行くよと返事をして、襖を開けると、そこには浴衣に着替えた堀内さんが立っていた。どうしたの、立花くん。そっぽを向いて。別に、もう遅い時間だから早く行こう。薄い浴衣を着ていることで、そのスタイルの良さが強調されて、思わず見惚れそうになって慌てて視線を外した。とは、とても本人には言えず、俺はごまかすように堀内さんを促して足早に旅館を出た。そして案内されるまま、夜道を歩くこと20分ほど、ほとんど山の中と言っていい場所に、その小さな温泉施設はポツンと立っていた。到着。ここよ、立花くん。へえ、まさに人って感じだな。もちろん一緒に入るでしょ。立花くんも入っていくでしょってこと。はい、これ、立花くんの分ね。俺にタオルを押し付けると、堀内さんは建物の中に入ってしまって、慣れた様子で2人分の入浴代を払うと、また30分後にねと女湯に消えていった。そしてそれからきっちり30分後。先に上がって待っていた俺は、彼女の姿に思わず見惚れた。温泉の湯気でしっとりと湿って、さらに体の線が強調された浴衣姿。よく温まってきたのか、ほんのり赤く染まった色白の肌。簡単にまとめた長い髪からは、花のようなシャンプーの香りが漂ってきて、それらすべてがものすごく色っぽい。お待たせ。湯冷めしないうちに急いで戻りましょう。のぼせたんじゃない、立花くん。顔が真っ赤。なんでもないから本当に。今日は彼女に翻弄されっぱなしで、心臓がいくつあっても足りないくらいだ。もはや一生分ドキドキしたんじゃないかと思いながら、俺は堀内さんを置いていく勢いで、そそくさと旅館に戻った。ところが、なぜか堀内さんはいつまでも俺の後をついてきた。じゃあ、俺はこれで。とうとう部屋の前に到着すると、さすがに今日は解散だと思ったのだが、堀内さんはじっと黙ったまま動こうとしなかった。そして、立花くん、私、あなたのことが好きなの。なんと、突然そんなことを言い出すのだった。本当は、さっきの帰り道で言おうとしたんだけど、立花くんの足が速くて、切り出すタイミングが。だから、こんなところで。ちょっと待った。冗談だよね、それ。冗談？きょとんと、堀内さんが目を丸くして俺を見つめる。それはまるで、冗談ではなく本気で告白したかのようだった。だって、
ありえないから。堀内さんほど綺麗で、お金もある人が、俺のことを好きだなんて。昔ほど貧乏ではないにしろ、堀内さんとは全く住む世界が違うわけだし。住む世界なんて、そんなの一度も考えたことなかったわ。私は立花くん自身が好きなの。他のことは関係ない。中学の時からずっと。もういいってそういうの。わかってるから。どういう意味それ。軽い喧嘩のような言い合いになって、俺は次第に感情を抑えられなくなっていった。そこへ、ふと過去の自分が囁いた。今こそ、あの時の恨みをぶつける時じゃないかと。いい加減にしてくれるかな、堀内さん。立花くん？また中学の時みたいに、俺を騙そうとしてるんだよね。悪いけど、そういうのはうんざりなんだよ。思っていたよりも冷たい口調で、そんな言葉が口をついた。その直後に俺を襲ったのは、やってしまったという後悔だった。青ざめた堀内さんの目から、ポロリと涙がこぼれたから。私、そんなつもりじゃ、本当に立花くんが。とりあえずこっち。その涙に動揺しながら、俺はとっさに彼女の腕を引っ張って、部屋の中に飛び込んだ。廊下の向こうからクラスメートたちの声が聞こえたから。ごめん、痛かった？大丈夫。それから、ごめん。嘘じゃなかったんだね。俺のことが好きだって。堀内さんの目から、ポロポロと涙がこぼれた。子供のようにしゃくり上げながら、彼女は小さくうなずいたのだった。好き。中学の時から、ずっと立花くんのことが。その後、お互い少し落ち着いた頃、改めて、俺は堀内さんに謝った。本当にごめん。頭ごなしに嘘だって決めつけて、どうしても信じられなくて。信じてもらえなくて当たり前。私が悪いんだもの。まだ赤い目をしながら、堀内さんは寂しそうに笑った。そして、私の方こそごめんなさいと、俺は逆に謝られてしまった。中学の時、それって、卒業式のことよね。きっと信じてもらえないけど、立花くんを騙すつもりなんて全然なかったの。あの日、彼女は本心から告白するために、俺を校舎裏へ呼び出した。けれど、その場面を中島たちに見られていて、告白を邪魔された挙句、嘘の告白をしたと決めつけられて、いたたまれなくなって、つい好きじゃないと嘘をついてしまった。どうしたらいいかわからなくなって、逃げてしまった。これが彼女が語った真相だった。ありえないって、立花くんは言ったけど、ちゃんと理由があるのよ。私が立花くんを好きになったきっかけが。それは何だったのか聞いてもいいかな？もちろん。ようやく少し笑って、堀内さんがうなずく。そしてゆっくりと語り始めた。俺がすっかり忘れていた彼女との思い出を。それは中学2年の春。放課後、一人教室に残っていた堀内さん。彼女は返されたばかりのテスト用紙を前に泣いていた。どうしたの？堀内さん。そこにたまたま通りかかったのが俺だった。なんでもない。とっさに堀内さんはテスト用紙を体の下に隠した。誰にも見られたくなかったから。50点満点中20点しか取れなかった数学の小テストの結果を。大丈夫？とりあえずこれ使って。そう言って俺は彼女にハンカチを差し出した。きっちりアイロンがけされたいい匂いのするハンカチだった。それを受け取ると、気が緩んだ堀内さんは、俺の前で大泣きしてしまったのだった。それから少し落ち着いた頃、彼女は俺に話してくれた。社長の娘として恥ずかしくない振る舞いをしなさいと、両親に厳しくしつけられていること。教師や友人たちには、優等生として常に完璧を求められ、少しの失敗も許されないようなプレッシャーを感じていること。それらが、時々すごく息苦しくて仕方ないこと。そんな中で、ついテスト中に睡魔が襲ってきて、半分も問題を解くことができなかった。その結果が、20点のテスト用紙だった。こんな点数、今まで取ったことない。これを見たら、きっとお父さんたちは怒るはず。
こんな娘は堀内家の恥だって、外に追い出されちゃうかも。だから、怖くて帰れない。そんな思いを吐き出して、堀内さんは再び泣き始めた。その姿を見た俺は、彼女にこう言ったそうだ。なんだ、そんなことか。え？すごいじゃん、20点。このテストすごく難しくて、俺なんて10点しか取れなかったよ。でも、中学校のテストくらい満点で当たり前だって。お父さんたちに言われたの？でも、今日が数学の小テストだったってお父さんたちは知ってるのかな？あ、知らないなら秘密にしちゃおうよ。それで次こそ頑張ろう。そうだな。35点くらいを目指して。満点じゃなくていいなんて、あの時初めて言われたかもしれない。完璧を求められるだけが自分のいる世界じゃないんだなって。私は完璧にできない自分を許すことができた。とっても気持ちが楽になったの。立花くんのおかげで。後にも先にもあんなことを言ってくれたのは立花くんだけだったわ。だから100点満点の大正解。あの時あなたを好きになったこと。そう言ってにっこりと堀内さんが輝くような笑顔を浮かべる。そんな中で大変申し訳ない話なのだが、自分がそんなことを言ったのだと、俺は全く思い出せなかった。ごめん、堀内さん。覚えてません。気にしないで。私はちゃんと覚えてるから。間違いなく俺が言った言葉だと、堀内さんはフォローを入れてくれた。けれど、わずかに気まずい空気が残って、嘘でも覚えていると言えばよかったかな。俺がそんなことを考えた、その時だった。それが、立花くんにとって当たり前だったのよね。ふわりと、堀内さんが優しい微笑みを浮かべた。それを見て、突然俺は思い出した。すごいすごい。こんなに難しい問題が解けたのね、ゆういち。そんな言葉とともに微笑む母の顔。母さん。きっと、立花くんのお母さんだと思ったの。立花くんを通して私を励ましてくれたのは、完璧じゃなくても、今のあなたのままでいいって。どんなに俺が悪い成績を取っても、母が怒ったことは一度もなかった。それどころか、いつも雄一はすごいと大げさなくらい褒めてくれた。それが、俺にとっては当たり前のことだったから。当たり前すぎて変わってるとも思わなかったな。それって、とっても素敵なことだと思うの。だって、当たり前に思えるくらい、お母さんからたくさんの愛情を受け取っていたってことでしょ？例えば、ハンカチ一つだってそうだ。俺が恥ずかしい思いをしないように、いつも丁寧に手洗いをして、しっかりアイロンをかけたものを持たせてくれていた。それが当時は当たり前だったけど、これも母の愛情に他ならない。俺にばかり新しい服を買って、自分はみすぼらしい格好をしていたのも。素敵なお母さんね、立花くん。堀内さんの言葉にうなずいた、その拍子にぽたりと、涙が畳の上に落ちた。母がいつも大げさなくらい励ましてくれたのは、俺が自分を卑下しないように。周囲に何を言われても、環境のせいでうまくいかないことがあっても、自信を持って生きていけるように、そんな願いからだった。母子家庭だから、両親が揃った家庭より幸せじゃない。そんなことはないと、母が全身全霊で教えてくれていたのに、自分を卑下して、勝手に負い目を感じていたのは俺だった。自分が母子家庭で育ったことを、誰より一番気にしていたのも。ありがとう、堀内さん。おかげで、ようやく母に顔を見せることができそうだ。その感謝を伝えると、堀内さんは真剣な顔をしていった。ねえ、それなら、立花くんにお願いがあるの。何？聞かせて。10年前とさっきの返事。わかったよ。俺も姿勢を正して、真剣な気持ちで彼女と向かい合う。堀内さん。俺は。俺も、10年前からずっと好きでした。あなたのことが。その瞬間、張り詰めていた堀内さんの表情が、パーッと一気にほころんだ。嬉しい。ありがとう、ゆういちくん。みるみるうちに頬が熱くなって、胸のあたりに不思議な思いがこみ上げてきた。これはきっと、その思いの正体に気づいた途端、
俺は目の前の女性が愛おしくてたまらなくなった。俺からもお願いしていいかな。何？俺も名前で呼んでもいいかな。みゆって。ええ、もちろん。にっこりと嬉しそうに笑って、堀内さん、みゆがそっと隣に座ってくる。肩の温かさが伝わる距離で、俺たちはお互いの顔を見つめ合って、だんだんその顔が近づいていく。その時だった。あ、そうそう、お仕事の話なんだけど。今？なんてタイミングで思い出すんだ。少し残念なような気持ちで、俺は苦笑いしながら、まあいいかと気持ちを切り替えて、みゆが始めた話に耳を傾けた。チャンスなら、これからいくらでもあるんだから。そしてその翌朝、聞き慣れない音が耳に入ってきて、俺は目を覚ました。思わずぎょっとして飛び起きる。音の正体は寝息。なんと同じ布団で、みゆがスースーと安らかな寝息を立てていたのだ。ああ、そっか。昨日話をしながらいつの間にか、初めて見る恋人の寝顔。少し寝乱れた浴衣姿。案外、寝相が悪いタイプなんだな。なんだか良くないことをしている気分になりつつ、思わずしげしげと観察してしまう。その時。あれ？ゆういちくん、どうして私の部屋にいるの？寝ぼけまなこをこすりながら、みゆが目を覚ました。慌てて俺は反対側の壁を向いて、何も見ていませんとアピールした。俺の部屋だよ。とりあえず、あっちを向いてるから、早く浴衣を。ごめんなさい、すぐに直すから。ようやく完全に目を覚ましたみゆが、大急ぎで浴衣を着付け直す。その音すら想像力をかき立てて、朝から俺の心臓は大忙しだ。そして、もういいわという声が、背後から聞こえたのとほぼ同じタイミングだった。ゆういち、大丈夫か？開けるぞ。そんな大声とともに、いきなり入り口の襖がガラリと開けられた。昨日具合が悪いって言ってたから、部屋で倒れでもしていないかと思って。朝食の時間になっても来ないからさ。心配になって。そこに立っていたのは、昨日一緒に飲んでいたクラスメートたち。俺の姿を見つけて、ほっとしたような表情を浮かべたかと思いきや、もう一人、部屋の中にいる人物に気づいて、全員が次々と固まっていった。堀内さん？なんで、ゆういちの部屋に？これには、いろいろと訳が。ね、ゆういちくん。そうそう。いろいろあったけど、その後は何もなかった。一緒にいただけだよ、俺とみゆは。しどろもどろになりながら、どうにか釈明する俺たち。それにクラスメートたちは顔を見合わせて、突然意外なことを言い出すのだった。おめでとう。大変だ。みんなにも知らせてこないと。お前ら行くぞ。そういうや否や、彼らは一斉にバタバタと廊下を駆けていった。そしてその直後、旅館の中はちょっとした騒ぎになった。マジかよ、やっとか。おめでとう二人とも。お幸せに。旅館に宿泊していた同級生たちが部屋を出てきた俺とミウを一斉に取り囲んで、なんと口々に俺たちを祝福する言葉を送ってくれたのだ。どうなってるの？俺も何がなんだか。これは後から聞いた話だが、俺たちが実は両思いだったことは、同級生のほとんどが知る公然の事実だったらしい。俺たちは知らず知らず、こんなに大勢から応援されていたのだった。ただし、たった一人を除いて。考え直すなら今だぜ、堀内。そんな大声の主に全員の視線が集中する。その中を堂々と歩いてきた男性は、ミユの前で腕組みをすると、自信たっぷりな口調で言い放った。まだ間に合うぜ。俺にしとけよ。よりによって、そんな母子家庭育ちのやつなんかじゃなくてな。中島くん。これも後から聞いた話だが、中島もまた、ずっとミユに思いを寄せていたらしい。だから俺にやたら突っかかってきたし、彼女の告白を妨害したのだった。そいつは育ちが悪い上に高卒で、稼ぎも少ない。おまけに、どうせ高卒だから出世もできないぜ。それに引き換え、我ながら俺ほど堀内にふさわしい男もいないと思うんだが、なんなら、お父上にジャッジしていただいても構わないぜ、俺はな。中島。
まだいたのか、立花。恥ずかしげもなく、よく堀内の隣に立っていられるもんだ。やっぱり母子家庭で育つと何かが足りないもんかな。例えば、世間の常識とか。まるで昔のように、思い切り俺を見下して笑う中島。ここにいるのが昔の俺なら、きっと母子家庭を負い目にして、うつむいてしまっていたはずだ。けれど、今の俺は違う。俺は良かったと思うよ。は？母子家庭で育って良かった。今はそう思ってるんだ。みゆのおかげで。昨日の晩、はっきりと目が覚めた。父がいない分、母は2人分よりさらに多くの愛情を注いでくれた。それが俺という人間を形作ってくれたから。今ここに俺はいる。そして隣には、俺のおかげで救われたと言ってくれる人がいる。そのことが、どれだけ誇らしいか。中島、君にはわからないだろうけど、俺は母子家庭だったことを誇りに思ってるよ。はっ、母子家庭が誇り？ありえねえ。負け惜しみなら、もっとマシな嘘をつけよ。顔を歪めてニヤニヤと笑いながら、中島が大声で吐き捨てる。そして、なあ、と、周囲に同意を求めたとき、彼にとって予想外な出来事が起こった。負け惜しみはどっちだよ。え？どこからか、ぼそっとつぶやかれた声。それに中島がきょとんとしたのを合図に、同級生たちから次々と言葉が投げかけられた。さすがに最低だと思うよ。ドン引きした。母子家庭を誇って何が悪いんだ？中島より雄一の方がずっといいやつだよ。昔からな。そんな奴に負けるな、立花。えてっきり昔のように、みんなも一緒になって俺を笑うと思ったんだろう。当てが外れた中島は、先ほどまでの威勢を失って、情けなく、キョロキョロと周囲を見回した。そんな彼に、みゆがとどめを刺した。中島くん、昔から何も成長していないあなたより、ゆういちくんの方が何百倍も素敵よ。私ね、人はどんな環境で育てられるかより、どんな風に自分を育てるかが大切だと思うの。つまり、あなたは私に全くふさわしくないってこと。きっと父も同じことを言うと思うけど、直接確かめてみる？結構です。さようなら。全員に白い目を向けられる中、大慌てで中島は退散。よっぽど懲りたのか、それから別人のようにおとなしくなったらしい。同級生たちの集まりにも顔を出さなくなり、噂では自信をすっかり失って、仕事もうまくいっていないとか。まあ、人生には試練がつきものだ。今の状況を乗り越えたら、いくら彼でも少しは成長するんじゃないだろうか。その後、俺は現在、ミウと同じ職場で働いている。彼女が同窓会の夜に語った仕事の話とは、なんと俺をヘッドハンティングしたいという話で、どんな無茶ぶりにも応える姿勢を父である社長も気に入ってくれたらしく、必ず説得するようにと言命されたのだという。いつか、私が会社を継いだとき、ゆういちくんがそばにいてくれたら、こんなに心強いことはないわ。ずっと私と一緒にいてくれない？俺の手をぎゅっと握って、上目遣いに説得してきたミウは、なんとなく、非常にやり手の社長になる予感がした。仕事には慣れた？立花くん。お疲れ様です。もうヘトヘトですよ、堀内さん。現在のミウは、俺の恋人であり、職場の頼れる先輩だ。さすがに有名グループ企業の本社だけあって、営業部の仕事量は膨大で、非常にハードな毎日だが、彼女のサポートを受けながら、俺はどうにか食らいついているのだった。珍しく部長が褒めていたわ。先日の契約を取れたのは、ゆういちくんの功績が大きいって。本当に？父も、彼は大したもんだって。子供の頃に苦労したからこそ、誰よりも根性があるんだろうって。そっか、社長が。それなら俺にとって、母子家庭で育ったことは、やっぱり誇るべきことだ。胸がいっぱいになって、俺はミウと顔を見合わせて笑った。ねえ、ゆういちくん、お願いがあるんだけど。不意にミウがそっと俺の耳元で囁く。今回のお願いは、なんと偶然にも、俺から彼女に提案しようとしていたことで、
俺は迷うことなく、もちろんとうなずいたのだった。そしてそれから1ヶ月後、俺はミウを連れて約10年ぶりに実家へ帰ってきた。おかえり、ゆういち。昔と少しも変わらない笑顔と、その一言だけで、母はずっと帰らなかった俺を許してくれたのだった。はじめまして、お母様。どうしてもお会いしたくて、ゆういちさんに連れてきてもらいました。少し緊張した面持ちで、ミウは母に挨拶をした。そして、どうしても直接会って伝えたいと話していた思いを語った。中学時代、俺の言葉で救われたこと。それは同時に、俺を育てた母のおかげでもあるのだと。今すごく幸せなのも、ゆういちさんとお母様のおかげなんです。だから私、きっとゆういちさんを幸せにします。それがお母様への恩返しでもあると思うので。ミウ。まあ、ゆういち、こんな美人さんと、まあまあ、嬉しそうに顔をほころばせて、ミウの手を握る母。しかし次の瞬間には、ふっと表情を曇らせた。どうか、ゆういちをよろしくね、ミウさん。こんな母親のもとに産んでしまったせいで、苦労ばかりさせてしまったから。母さん。俺よりもはるかに母の苦労の方が多かった。一人暮らしをしてきた10年で、それが骨身に染みてわかった。だから、そんなことを言わないでほしいと。俺が口を開きかけた、その時だった。それは違います、お母様。母の手を握り返して、ミウは優しく微笑んだ。お母様がゆういちさんを産んで育ててくださったからこそ、私はゆういちさんと出会うことができたんです。そして心を救ってもらいました。本当にありがとうございます。ミウさん。母の目が潤んだところに、俺も言葉を重ねる。そうだよ。だから母さんの息子に生まれたのは、俺にとって誇りなんだ。こんな母親なんて悲しいことを言わないでよ。ゆういち。とうとう母の目から涙がこぼれた。そんな母を抱きしめて、ミウも涙をそっと拭う。しばらく抱き合って泣いた後、二人が顔を見合わせて笑ったから。俺の顔にも自然と笑顔が浮かんだ。それがこの先いつまでも続く幸せな日々の始まりだった。もしも母子家庭に生まれていなかったら、なんて数えきれないほど考えてきた。今とは違う。もっと幸せな人生を送っていたんじゃないかと。けれど、きっともう二度と考えることはない。人の幸せは生まれた場所よりも、どんな生き方をするかで決まるのだと気づいたから。もしも生まれる場所を選び直せるとしたら、俺が次に選ぶ場所は決まっている。そして、今度も幸せになってみせる。今の俺と同じように、かけがえのない人たちと一緒に。婚約者であり、そう遠くない未来で妻になる女性、里美の実家に挨拶へ向かったとき、俺は驚愕した。こんな不細工な女が結婚できるなんて、世の中には変わった男がいるもんね。その顔、もう一度鏡見てきなさいよ。ああ、見てるだけで気持ち悪くなる。一族の恥だわ。今すぐ消えてほしいくらい。これから義士となるはずの女性、リマの容赦ない言葉。いくらなんでも実の妹に対してあまりにもストレートな物言いじゃないか。いや、コミュニケーションの仕方は家庭によってそれぞれ異なる。もしかしたら、里美が小気味よい返事でリマにやり返すのだろうか。そんな俺の思いも虚しく、里美は、はは、と乾いた笑いを浮かべるだけ。どんよりとした空気が流れる中、俺をさらに驚かせたのは、これから義両親となるであろう人たちの発言だった。親の俺たちでも目を背けたくなる仕込めだからな。うつむきがちの里美を指さし、ゲラゲラと笑う義父。本当にね、立野さん。あなたのメガネ、ちゃんと視力を矯正できているの？俺にまで向けられる不別の言葉。ちらっと横を見ると、里美が、ごめんなさい、とつぶやきながら、俺に目線だけを向けて首を横に振っている。
彼女の意志を汲み取り、喉元まで出かかった言葉をぐっと飲み込む。その時俺は気づいていなかった。里美が密かに自分の家族を見返すために努力を重ねていたことを。俺の名前は立野武。学生時代から根っからのパソコンオタクで、大学を卒業してからはシステムエンジニアの会社に籍を置いている。そこはいわゆるブラック企業で、朝から晩までスズメの涙のような給料でこき使われる地獄のような場所だった。社会経験がない俺は、そんな会社で働くのが当たり前だと思っていた。会社に寝袋を持って行って、週に3回は泊まり、厳しい納期や取引先相手の無理難題をこなすことこそがシステムエンジニアにとっての喜びだと勘違いしていたのだ。そんな会社で俺が働き続けられたのは一輪の花とも言える女性がいたからだ。彼女の名前は伊藤里美。俺より一つ年上の内向的な女性で、なんと大学を出ることなく独学でプログラミングを学び、システムエンジニアとして働いているらしい。ただ彼女に対する評価は俺と一般人ではまるで違う。一般人はまず何よりも彼女の容姿に目がいってしまうそうだ。俺は全く気にならないが、確かに里美は芸能人と呼ばれる類の人間とはかけ離れた顔立ちをしている。細かく述べるなら、目は小さく、鼻がとても大きい。口はやや斜めに曲がっていて、それらのパーツがぎゅっと顔の中心に集まっている感じだ。彼女に対してブサイクという言葉を吐くやつもいる。俺はある日、会社のデスクで里美が数人の男性社員に囲まれているのを見た。おいブス、俺たちの分もやっておけよ。お前、顔は気持ち悪いけど、ソースコードだけは綺麗だからな。ああ、よくそんな顔面で生きてられるよな。どうせ男を知らないんだろ。ま、お前なんかとは金をもらっても付き合ったりしねえけどな。彼らの言葉を耳にしたとき、俺は自分の内側で何かがプツンと切れる音がした。社員の一人の肩をつかみ、里美たちの話に割って入る。あんたらの方がよっぽどブサイクだろ？エンジニアとしてのプライドはないのか？すると、相当気に障ったのか、肩をつかまれた社員が俺の手を振りほどき、青二歳が生意気なこと言ってんじゃねえぞ。お前みたいなやつ、いつでもクビにできんだからな。と凄んできた。そこに不穏な空気を感じ取った主任がやってきて、どうした？なんかあったか？と探りを入れてくる。社員たちは舌打ちをすると、いえ、なんでもないです。自分たちの席に戻っていった。ありがとうございます。ほっと胸をなで下ろしながら礼を述べる里美。その顔面は確かに一般的に言えばブサイクなのかもしれない。だが俺は彼女の作るプログラムや仕事に対してひたむきな姿を美しいと思った。そんな思いをストレートにぶつけてやると、里美は頬を真っ赤に染めてこちらを見つめてくる。胸にじわじわと広がる不思議な感覚。後に気づいた。愛おしいという感情に任せて、俺は人生初めての言葉を発した。もしよかったら、俺と付き合ってみませんか？え他の誰かが言われたと思ったのか、周囲をキョロキョロ見回す里美。しかし、他に誰もいないことを悟ると、少し考えさせてください。と、うつむきがちに答える。その翌日、彼女は顔を伏せながら、よろしくお願いします。と、交際の意思を示してくれた。付き合い出してから俺は、里美がシステムエンジニアとしてだけでなく、人としても尊敬すべき存在であることを知った。街中で困っている人がいれば手を差し伸べ、大丈夫ですか？と
優しく声をかけるのが彼女にとっては当たり前だったのだ。お年寄りや子供、妊娠している女性など、数時間デートしただけで何人もの人を手助けする姿に、俺は感動すら覚えた。ただ、そんな彼女の顔面の半分はマスクで覆われ、目元も分厚い眼鏡で隠されている。まるで自分の顔を認知してほしくないとでも言うかのように。ある日、彼女の家にお邪魔して手料理を振る舞ってもらった時のこと。テレビの上の写真に目を向けると、里美とその家族らしき人たちが写っていた。その中でもひときわ目を引くのが、自信満々で笑みを浮かべ、里美を追いやるような形でセンターにポジションを取る女性だった。姉のリマです。すごく美人でしょ？私なんかと違って。自慢げに姉を紹介してから数秒後にシュンと落ち込む里美。話を聞いてみると、リマは幼い頃から自分が美人であることを自覚し、里美を虐げるような態度をとってきたらしい。普通なら両親がそういった行動を諌めるものだが、なんと両親もリマばかりひいきして、里美は習い事さえさせてもらえなかったそうだ。一方のリマはバレエや水泳、習字などすぐにやめてしまっても、また新しい習い事を続々と始めていたという。そんな家庭環境にあって、里美は中学生の頃からプログラミングに興味を持ち、独学で学習を進めていたそうだ。高校卒業後、働きながら専門学校に通うことも考えたが、経験を積むことを優先して、今の会社に就職したとのこと。そんな彼女のたくましさを見習った俺は、里美と付き合い始めてから数ヶ月後、会社を辞めて新たな道を歩き出していた。大学時代の先輩に誘われる形で、ゲームやスマートフォン向けのアプリを作る会社に転職したのだ。そこで開発に携わったゲームが思わぬヒット作となり、俺の収入は同年代の平均を大きく超えることに。この機会を逃したくないと思った俺は、里美の両親に挨拶することを申し出た。もうすでに俺たちの間には口に出さずとも結婚の2文字がちらついている。つまりこれは結婚前に行う両親との顔合わせに等しい。俺と里美は満を持して伊藤家に足を踏み入れたのだった。あはは、あんたが結婚？鏡見てから言いなさいよ。本当に一族の恥ね。あんたなんか消えちゃっても誰も悲しい思いしないわよ。ところで立野さん、初対面ですけど、センス大丈夫ですか？リマは噂に聞いていた通り、自信に満ち溢れた態度で俺たちに言葉の矢を投じてくる。おうおう、金持ちの兄ちゃんに拾ってもらってよかったな。驚いたわ。システムエンジニアってそんなに稼げるのね。まあ、お金があっても妻がこんな顔じゃ。あら失礼。趣味はそれぞれですものね。姉であるリマはもちろん、両親の言葉も相当にひどいものだった。特にうろたえることなく控えめな笑みを浮かべてごまかしている里美を見ると、これが伊藤家の日常なのだろう。両親は悪気があるわけじゃないから怒らないでほしいと里美に言われていなければ、俺は握った拳を3人の顔面に埋め込んでいたところだ。数ヶ月後、プロポーズを終えて改めて伊藤家に伺った時も散々な言われようだった。今度は俺が身内になるということもあってか、立野くん、あんたみたいなセンスの悪い男は出世せんよ。やっぱシステムエンジニアって普通の感覚じゃできないのね。だって里美なんかと結婚するんだもん。子供は？あらそう、まだなの？いえね、やっぱり初孫は里美じゃなくてリマの子供の方が。あらやだ、冗談よ。
先日よりも暴言のひどさに磨きがかかっていた。そしてさらに耳を疑ったのは、俺たち夫婦との今後の付き合い方について、リマが堂々と宣言したことだ。ああ、立野さん。私たちに取り入っていい思いをしようとか思わないでね。こいつと私たちは血がつながってるけど赤の他人だと思って生きてるから。今回と前回はどうしても挨拶をさせてほしいってこいつがしつこく言ってきたから応じてあげただけなの。私を見てこっちに乗り換えたいなんて思ったかもしれないけど、こいつなんかと結婚しようと思った人間なんてこっちからお断りだから。リマの言葉に義両親は一切否定することなくうなずいている。家族とは疎遠だと里美は話していたが、里美が関わりにくさを感じていただけでなく、赤の他人宣言までされていたというのは初耳だった。ちらっと横を見ると、ごめんなさい、と口パクで里美が伝えてくる。教えてくれなかったことは残念だが、里美の立場では言い出しにくかったのだろう。俺は震えた拳をぎゅっと握りしめながら伊藤家を後にするのだった。結婚式を執り行わなかったことや年賀状のやり取りさえもしないことから赤の他人宣言が本気のものであることが分かった。あの家族と関わる方がむしろストレスなので、こっちの方が俺や里美にとっては良かったのかもしれない。しかし、ああいう人間たちは簡単に言葉を翻す。特に顕著だったのは、自分が結婚するに際してご祝儀を要求してくる義士リマである。結婚式が開催されたことだけを事後報告で伝え、あんたたちご祝儀よこしなさいよ、と何の悪びれもなく言ってのける面の皮の厚さに呆れて物も言えなかった。俺と里美が結婚するときには何のお祝いも渡されていないことなどリマは覚えていないのだろう。無視してもいいんじゃないか、と俺が言うと、里美は首を横に振った。大丈夫だよ、私気にしてないから。優しげに笑う里美の瞳の奥にどこか悲しげな色があったことを俺は見逃さなかった。結婚祝いを請求されてから数年後、リマは再びぶしつけな要求をしてきた。新築の家を購入したから新築祝いを渡せというのだ。それもただ渡せというのではない。赤の他人のラインを意識しつつ自分だけが得しようとしている。里美の話によると、新築の家にふさわしい豪華なものをよこせ、貧相なものをよこしたらただじゃおかないと言われたらしい。さらに腹立たしいのは、俺たちに新居の住所を教えるつもりはないのだという。あんたらは赤の他人だから、個人情報は自分で守らないと、と嫌みったらしく言われたとのことだ。じゃあどうやって渡せばよいのかというと、お母さんたちに渡しておいて、後から実家に取りに行くから。実の妹とのやりとりとは思えない新築祝いの受け渡し方法だった。お祝いを送ってから1週間後、見知らぬ電話番号から里美にとあるお誘いがあったのだ。電話の主はリマ。変更した携帯電話の番号さえも教えていない妹に、新築の家へ来ないかと言ってきたのだという。今度こそ無視しようとした俺だが、里美からの提案を聞いて、思わず笑みを浮かべてしまう。招待に応じた俺たちを出迎えたのは、まさに幸せの絶頂と言わんばかりのリマだった。訪ねてみると、どうやら夫は仕事で家を空けているらしい。ちょっとあんたたち、かなり羽振りがいい生活してるみたいじゃない？驚いたわよ。お祝いにあんなもの送ってくるなんて。俺たちが新築祝いとして送ったのは、マニアでもなかなか手に入れることができない高級なワインだった。酒好きのリマにとって、これ以上の贈り物はないことを、里美は分かっていたらしい。さらにリマは、俺が独立して、
新たにアプリ制作会社を立ち上げ、右肩上がりの業績を上げていることまで調べ上げていた。金の匂いにはとことん敏感な女だ。今から母さんたちも来るから、一緒に食事をしましょう。結婚祝いさえも渡さなかったくせに、こちらが稼いでいるとわかるとすり寄ってくる。義両親も俺たちと関係を修復して、あわよくばおこぼれに預かりたいと考えているのだろう。そんな思惑を理解しつつ、俺たちは同じテーブルで食事を囲んだ。結婚のための挨拶以来の出来事である。立野くんがこんなに立派になるとは、人間わからんもんだな。安酒を何杯も飲んで顔を赤くした義父が下品にギャハハッと笑い声を上げた。すり寄ってきているくせにどうしても俺たちを下に見たいらしい。センスは最悪だと思ったけど、よほど運が良かったのかしら。ほんと、里見にはもったいない人だわ。義母はこう言いながらも、里見と一切視線を合わせることはない。引け目を感じているというよりも、里見など眼中にないといった態度だった。ねえねえ、立野くんがよかったら、私とちょっといいことしてみない？あはは、嘘だって。あんた何不細工な顔でこっちに睨んでるのよ。恥ずかしげもなく俺に色目を使いつつ、里見の態度を笑い飛ばすリマ。数年前とはあからさまに違う態度に、俺は怒りを通り越して呆れてしまう。皆さん、俺の会社のことはご存知のようですが、里見の方がずっとすごいんですよ。そろそろこいつらの鼻を明かしてやりたいという思いから、俺は隠し玉を投げてやることにした。驚きの表情でこちらを見る伊藤家の面々。横に目をやると、里見は一文字に結んでいた口をゆっくりと開いた。実は数年前に独立して会社を立ち上げたの。大型商業施設とかの基幹システムの開発と運営をする会社で、去年の年商は10億だったかな。里見がとんでもない事実をさらっと言いのけると同時に、義父とリマが持っていたグラスを手から滑らせた。幸いにして割れることはなかったが、残っていた酒が絨毯に赤色の池を作る。だが、その後始末など、今の話を聞いては後回しにせざるを得なかったのだろう。10億？何言ってんのよあんた。里見、わしはそんな嘘を言う娘に育てた覚えはないぞ。そんな、確かに着ているものもかなり上質だと思っていたけど、10億という数字に目を丸くするリマ。事実を認められず、眉間にシワを寄せる義父。意外にも冷静な分析をする義母と、三者三様の反応。俺が含み笑いで差し出したスマートフォンには、里見が急成長する企業のトップとしてインタビューを受けているウェブサイトが表示されていた。インタビュー記事のタイトルは、天才プログラマーは抜群の経営手腕も備えていた。年商10億を生み出した女社長の素顔に迫る、だった。里見という存在をあまりに軽く見ていた伊藤家は、自分の娘がこんなにも優れた能力を持っていたことさえも気づかなかったのだ。わはは、本当じゃったか。ならそろそろ親孝行でもしてもらおうかの。嘘ではないと分かった途端、ずる賢い笑みを浮かべる義父。それにつられたのか。そうよ、小さい頃からあんたのお世話をしてあげたのは私なんだから。お腹を痛めてあんたを産んだ甲斐があったよ。リマと義母もさっきまでの態度はどこ吹く風といった様子で調子のいいことを言い始める。そんな彼らの姿に俺は今まで胸に溜めていたものを一気に吐き出してしまう。あんたたちが
ブサイクだって言ってた里美は、どんな時もひたむきに頑張ってきたんだ。俺はそんな彼女を誰よりも美しいと思う。大学に通うこともなく、独学で一流のシステムエンジニアになるのがどれだけ大変かわかるか？並大抵の努力じゃ年商10億なんて稼げない。里美を虐げてきたあんたらに彼女の人生に関わる資格はないんだよ。なんであんたにそんなことを言われなきゃいけないんだ。血もつながってないのに偉そうに。ギフやリマが何か反論しているが、俺たちの心はもう決まっている。里美はゆっくりと息を吐き出すと、汚物でも見るような視線を向けて言い放った。私たち赤の他人でしょ？今日ここに来たのは家族の縁を切るためです。まずは姉さんからと思ったけど、母さんたちも来てくれて好都合でした。俺が一度も聞いたことがない冷たい口調で絶縁を宣言する里美。ちらっと目配せしてきた里美の手を取り、俺は立ち上がる。仲睦まじく腕を組んだ俺たちは、呆然とする伊藤家の面々を尻目に。俺たちは幸せになります。あなたたちと関わることのない世界でね。さようなら赤の他人の皆さん。すがすがしい気分でリマの家を後にした。その後、リマや義両親は、あの凄腕女社長を虐げてきた家族として冷たい視線を浴びながら肩身の狭い思いをして暮らしているらしい。リマの横暴な態度を知ったリマの夫は、リマに離婚を請求し、リマは離婚。リマは新築の家を売却し、今は一人で安いアパートに暮らしているそうだ。一方俺たちは仕事が順調で忙しい日々を送っている。だが夫婦で過ごす時間も大切にしている。俺は相変わらず里美のことが大好きだ。人の価値や美しさは見た目だけで決まるものではない。容姿にコンプレックスを抱えていても、それをバネにしてひたむきに努力してきた里美。誰よりも美しいと感じた彼女の生き方をしてきた俺の嫁は、世界で一番美しいと思っている。久しぶり。私のこと覚えてる？とある事情から仕方なく出席した社長令嬢とのお見合い。初対面のはずの彼女は、俺の顔を見るなり、笑顔を浮かべて、俺は驚きのあまり、この場にやってきた目的を忘れるところだった。久しぶり。覚えてるよ。本当は嘘だ。本来は弟のお見合いだった。諸事情で、兄である俺が代わりに出席していたのだが。ねえ、私、あなたのことが。わざと破談にするつもりだったのに、なぜか俺は令嬢に気に入られてしまう。そして、なんと、二人きりで会いたいと誘われて、ダメだと頭では分かっているが、彼女を騙し続けてしまう俺。嘘から始まった俺と彼女の出会いは、やがて俺たちの運命を大きく変えることになる。お前、見合いへ行ってくれないか？はあ？その言葉に、洗っていた皿がガチャンとシンクに落ちる。割れていないか確かめるよりも前に、俺は父に問いただした。あいつはどうしたんだよ。今週末には帰ってくるんじゃないのか？あいつは帰らない。アフリカへダイヤモンドを掘りに行くそうだ。はあ？何やってるんだ、あいつは。手が泡だらけなのも忘れて、俺は顔を覆って長い長いため息をついた。俺の名前は広尾誠一、25歳。とある中小企業で営業をしているごく普通の会社員だ。ことの発端は夕食終わり。キッチンで後片付けをする俺のもとに、父が妙な様子で近づいてきたことだった。
あのな、聖一。やっぱり大丈夫だ。一体何なんだよ、親父。夕飯の最中からそわそわして、さっきから行ったり来たり。なんか話したいことでもあるのか？ああ、あるんだがな。どっちなんだよ。あ、もしかして、再婚するとか？え？俺が17歳の時、母は突然の病気で他界。それ以来、俺たちはいろいろな苦労を分け合って、お互い助け合いながら暮らしてきた。父と、俺と、本当はもう一人、家族がいるのだが。マジかよ。おめでとう。相手は会社の人か、それとも、流行りのマッチングアプリとか？違う。再婚じゃない。父さんは今でも母さん一筋だから。大慌てで否定しながら、父は水を一杯くれないかと俺に頼んだ。俺がグラスの水を手渡すと、それを一息にごくごくと飲み込んで、意を決したように、聖一と俺の名前を強く呼んだ。そして、掃除の代わりに見合いへ行ってくれないか？そんなとんでもないことを言い出したのだった。広尾掃除は我が家の次男で、俺の双子の弟だ。昔から要領のいいやつで、勉強からスポーツ、習い事まで、何でもそつなくこなした。大学は国内屈指の名門校を卒業。そして、あまたある内定先の中から、一番の大企業を選んで就職、と、まさにエリートそのものの人生を歩んでいたのだったが、会社？ああ、やめたよ。他にやりたいことができたから。思えば、子供の頃から興味のあること以外は何も見えなくなるやつだった。小学生の時、夏休みの自由研究に熱中するあまり、他の宿題には一切手をつけなかったり、高校1年の夏はカラスの巣を突き止めると言い残して10日以上帰ってこなかったり、お見合い？別にいいけど言っても、日本に帰ってきた後だったら、そう言ってドイツに旅立って行ったのは今から1ヶ月ほど前。今度はすぐに帰ってくると言いながら、案の定向こうで新たに興味のあることを見つけたらしい。帰国を遅らせると連絡してきたのは、もはや恒例行事なので、俺も父も驚きはしないが、掃除は知らない。そのせいで今、父が今にも倒れそうなほど、真っ青な顔をしていることを。今回ばかりは予定通りに帰ってこいと。あれほど。どうせ、あいつは人の話なんて聞いていなかったんだろうが、いてて。どうやら、ストレスで胃まで痛み始めたらしい。溝落ちを抑えて、いつも穏やかな父には珍しく、掃除への恨み事を漏らした。今はそれだけの緊急事態ということだ。あのバカ、相手が社長令嬢だってことも、すっかり忘れてるんじゃないだろうな。今頃は日焼けで、真っ黒だろう弟の顔を思い浮かべて、俺も苦い顔をする。そう、掃除の見合い相手とは、社長令嬢なのだ。父が勤める会社と最近取引を始めた。ある企業の社長令嬢であり、次期社長でもあり、しかも、なんと先方から、ぜひ掃除さんと娘を、と頼み込まれたというではないか。お嬢さんとは大学の同級生だそうで、当時から掃除を気に入ってくださっていたとかで。先方の社長も大乗り気で、せっかくの縁だからと、追加で大口の契約を結んでくださって。うわぁ、話を聞けば聞くほど、掃除は何をやってるんだという思いが増して、俺まで胃が痛くなってくる。だから、なあ、頼む聖一、掃除の代わりに見合いをしてくれ。これしかない。いや、そう言われても、俺だって親父がクビになるのは嫌だけど。別にお嬢さんと結婚しろと言うんじゃない。今回は顔合わせ程度という話だから、その間だけ乗り切ってくれればいいんだ。この通り。頭を抱えながら、それは無理だろうという思いと、案外いけるんじゃないかという思い。正反対の二つが駆け巡る。名門大学を卒業した秀才の掃除に対して、実は高卒である凡人の俺、
中身が全く違う。が、一卵性ソーセージなので、見た目だけは非常に似ているのだ。亡き母ですら、後ろ姿では、時々間違えていたくらいに。しょうがないな。わかったよ。本当か誠一。いつも家族で助け合いなさいって、母さんが最後に言ってたし、親父の胃に穴が開いたら、きっと枕元に立たれるからな。父の顔がパーッと輝いたので、俺は腹をくくった。掃除のふりをしてお見合いに行く。その後のことは、掃除自身が責任を取ってどうにかすればいいと。どうせなら、いっそ思い切り嫌われてきてやるか。昔からずっと、掃除の自由気ままな行動に振り回され続けてきた。その仕返しができるチャンスかもしれないぞ。俺は少し、よこしまな気持ちで、助かった、と腰を抜かす父を助け起こしたのだった。ところが、お見合いの当日、会場である初めて入った高級料亭の個室で、俺は掃除のふりをしているのも忘れて、思わず素で驚いてしまった。久しぶり、ヒロくん。私のこと覚えてる？照れたようにはにかみ、笑いを浮かべるお見合い相手の女性。淡いピンクの振り袖を着こなした清楚な印象の美人だ。とある会社の社長令嬢だという彼女は、なんと、掃除どころか、俺もよく知っている人物だった。企画の練り直しを提案します。この程度でコンペに勝てるなんて、私は全く思わないので。背筋がゾクッとするほど冷たい小姉が会議室から漏れ聞こえてきた日のこと。今でもはっきりと覚えている。廊下にいた俺ですら氷漬けにされたように足が止まったのだから。一体会議室の中はどれほど冷え切った空気だったのだろうか。想像するだけで恐ろしい。サラサラのショートヘアにモデルのようなスタイルで透けるような白い肌に涼やかな目元。まるで日本人形のようだと会社の内外で有名な和風美人。なのに、その仕事に対する厳しさや、誰に対しても容赦のない性格で、ついたあだ名は氷鬼。今俺が働く株式会社浅見食品で最も恐れられている人物。社長令嬢であり、次期社長でもある。浅見すみなさん。その本人が、なんと目の前で笑顔を浮かべている。これが、驚かずにいられるだろうか。ちなみに、僕のことは？ヒロ掃除くん。覚えているわ、もちろん。でないと、わざわざお見合い相手に指名しないでしょ？確かに、はは。もう、ヒロくんたら。どうやら、同じ会社で働く、広尾誠一の存在は知らないらしい。かろうじて掃除のふりをキープしながら、背中に汗びっしょりで、空笑いする俺。すみなさんも、会社では全く聞いたことのない笑い声を上げる。そんな俺たちの様子に、付き添い役であるすみなさんの母、つまり社長夫人は、まあと顔を輝かせた。さすがは同級生ね。こんなに打ち解けているなら、私たちはお邪魔だわ。さあさあ、お父様、二人きりにしてあげましょう。ええ。じゃあ、じゃなくて、掃除。お嬢さんに失礼のないようにな。ニコニコ顔の社長夫人に連れられて、父はそそくさと部屋を出て行ってしまった。俺が目線で、行かないでくれと引き止めるのも無視して、こうして、俺はすみなさんと二人きりにされてしまって。ごめん、さっきのは嘘だから。もうどうにでもなれ。俺は時期になって、掃除の真似をしてヘラッと笑った。嘘？ああ。僕は、浅見さんのことなんて全然覚えてなかったよ。だって少しも興味ないからね。すみなさんから笑顔が消える。これでいい。俺が偽物だとバレる前に気分を損ねてお見合いを中止してくれれば。ところが、俺の目論見は見事に外れた。その言い方、大学時代と全然変わってない。やっぱりヒロくんだわ。すみなさんはにっこりと、
まるで花のつぼみが開くように微笑んだのだ。その途端、俺はカーッと頬が熱くなって、掃除なら絶対しないことを。急に目の前の女性をまっすぐ見られなくなり、勢いよく顔を下げてしまった。まずい。いつも怖いスミナさんが、今日はすごく可愛い。どうかしたの？ヒロくん？やだ、すごい汗。どこか具合が悪いの？いや、大丈夫。ちょっと暑くて。よかったら、私のお茶もどうぞ。まだ口をつけていないから。ありがとう。失礼な発言をした俺を気遣ってくれる。自分の湯飲みをこちらに差し出して、パタパタと手で顔を仰いでくれる。可愛いばかりか、今日のスミナさんはすごく優しい。普段なら、体調管理は社会人の基本です。などと、冷たく一別して終了だろうに、本気で掃除のことが好きなんだ。気づいた瞬間になぜか胸にチクッと小さな痛みが走った。懐かしい。あの頃のヒロくんはいつも何かに一生懸命だったわね。落とし物の持ち主を1週間もかけて探したり、かと思えば自作のロボットをキャンパスで走らせたり。私、みんな覚えてるのよ。そうなんだ。ヒロくんは周りなんてちっとも気にしていなかったけど、私はずっとヒロくんを見てた。すごく頭がいいのに面白い人だなって。そっか。僕は全然覚えてないけど。いいの。それでこそヒロくんだから。そんなところをきっと私も好きになったから。もう終わりにしよう。彼女を騙している罪悪感からか、いたたまれなくなった俺は立ち上がった。ヒロくん？ごめんなさい。これから用事があるので、今日のところは。そうなの？相変わらず忙しいのね。なのに今日、断らずに来てくれて、優しいのね、やっぱり。そんなことないよ。掃除と同じ名門大学卒で、頭脳明晰、常に冷静沈着。他人に対して非常に厳しい分、自身も努力を欠かさず、誰よりも結果を出す。まさに完全無欠のエリート。なのに、スミナさんは男を見る目だけはないと思う。自由気まま、自分勝手なだけの掃除を、自分を騙している俺を優しいと言うなんて。そして。ねえヒロくん、次はいつ時間が空いてる？俺に騙されていることにも気づかず、また会いたいなんて。ダメ。私、もっとヒロくんとお話ししたいな。こんな時、掃除だったら何と言っていただろうか。俺はどうしても返事を待つスミナさんの笑顔を曇らせることができなかった。お見合いをした月の末に、俺とスミナさんは二人で出かけることになった。いわゆるデート、なのだが、当日、待ち合わせ場所に到着すると、俺の後悔はマックスに達した。なんで断らなかったかな。俺のバカ。絶対バレるに決まってる。理由はもちろん、掃除としてデートをすることになるから。一緒にいればいるほど、スミナさんだって違和感を覚えるはずだ。もしも、偽物だとバレた暁には、親父どころか、俺までクビになるかも。なんて。掃除が帰国した時、自宅で無職になった二人が出迎える。そんな最悪の事態を想像して、背筋がゾクッと寒くなる。その時、こちらに向かってかけてくる人影を見つけた。お待たせ、ヒロくん。はぁはぁと息を切らせて、ここまで急いで来たような様子なのは、白いふわふわした素材のワンピースを身にまとって、ヒールの高い靴を履いたスミナさんだった。会社ではいつもパンツスーツをきっちり着こなして、足元は動きやすいローヒールのパンプス。息を乱している姿も見たことがなかったので、あまりのギャップに、俺はドキッと心臓が跳ね上がった。遅くなってごめんなさい。服を選ぶのに手間取って、普段こんな服は着ないから、似合わないと思うんだけど、やっぱり変かしら。いや、そんなことはないけど、正直、すごく似合っている。彼女の綺麗な黒髪と、純白のワンピースが、お互いをよく引き立たせ合っていて、
うっかり目を奪われながら、曖昧な言葉で本音をごまかしたのは、その服が、掃除のことを思いながら選んだものだったから。偽物の俺が何かを言う資格はないと思ったからだった。じゃあ、行こうか。時間に遅れないように。今日のデート先は映画館。俺、つまり、掃除が好きそうな映画を上映しているからと、スミナさんが提案してくれた。お見合いの時もそうだったが、彼女は優しくて気遣い屋な女性だ。そして、本当は笑顔がとても似合う。楽しみね、映画。隣を歩くスミナさんがにっこりと笑いかけてきたので、うっかり俺まで、そうだね、と笑顔を返しそうになってしまった。危ない危ない。浮かれかけた気持ちを引き締めて、俺は歩調を少し早めた。ごめんなさい、スミナさん、と心の中で謝りながら。俺は一人スタスタと映画館に向かって早足で歩き続けたのだった。ハイヒールの女性を気遣わず、自分勝手に歩く。こちらから会話は振らず、話しかけられても不愛想に生返事ばかり。ついでに、こちらからは絶対に次の行き先を提案しない。などなど。もうデートに誘う気も起きないほど最低な男を、俺は一日かけて演じたつもりだった。それなのに。今日はとっても楽しかった。次のお休みにも会ってくれる？ヒロくん。スミナさんは微笑みながら、なんと再び、俺をデートに誘うではないか。俺も、ここで無理だと言えば済む話だったのに、つい、うっかり首を縦に振ってしまったのは、本当に嬉しい。彼女を照らす夕日にも負けないくらい、眩しいスミナさんの笑顔。それが、最後にもう一度だけでも、見たかったからかもしれない。結局それから何度も、俺たちはデートを重ねた。そこにスミナさんが着てくる洋服はいつも決まって白い色ばかり。あるデートでカフェに入った時、その理由について尋ねると、だって、ヒロくんが教えてくれたから、自分は白が好きなんだって。そうなの？いや、そうだっけ？そうよ。私ちゃんと覚えてるんだから。あれは3年の時。俺が知らない掃除との思い出を嬉しそうに語るスミナさん。彼女は知らない。正面で聞いている俺が、実は胸にズキズキと痛みを走らせていること。掃除だけじゃなくて、俺も白が一番好きなんです。そう言えたらいいのに。喉元まで出かかった言葉を、俺はコーヒーと一緒に飲み込んだ。それと同じタイミングで、スミナさんが、あっと声を上げる。どうかしたの？あれが気になっちゃって。なぜか頬をほんのりと赤く染めて、俺の肩越しにスミナさんがレジの方へと視線を向ける。それをたどって、俺も振り返ると、本日、カップルで。カップルのお客様は割引ですって。入ってきた時は気づかなかった。ヒロくんは知ってた？いや。そう。ねえ、ヒロくん。私たち、どんな風に見えてるのかしら。そう言いながら、スミナさんは、上目遣いで俺の顔を見つめた。ドキッと、ひときわ大きな音で心臓が鳴る。どんな、って？もし、カップルに間違われてしまっても、私は平気ってこと。ヒロくんとなら。スミナさんの顔が、ますます赤く染まる。俺も、ますますドキドキと、鼓動が速くなる。自分も同じだと、今すぐ伝えてしまいたい。だって、俺はとっくに、スミナさんに惹かれ始めていたから。ねえ、ヒロくんは？スミナさんの白い手が、テーブルの上に置いた、俺の手に向かって伸びてくる。もうすぐ、お互いの手が重なる。その時、俺は椅子から立ち上がった。ごめん。これ以上、スミナさんを騙している罪悪感に耐えられそうになかった。だから、帰ろうとしたのに。俺に拒絶されたスミナさんは、傷ついたように表情を曇らせたから、むしろ余計に胸が痛んで、俺は激しい後悔に襲われた。
ねえ、ヒロくん。私のこと嫌い？無理やり作ったような笑顔で、スミナさんは俺の顔を見つめた。少しは仲良くなれたかなって思ったんだけど、私の勘違いだったみたい。ごめんなさい。変なことを言って。この日が、スミナさんとの最後のデートになった。彼女とどんな風に別れて、どうやって自宅に帰ったかは覚えていない。俺は最後まで掃除のふりを貫いて、スミナさんにはバレないまま、縁談を台無しにすることができた。目的は見事に果たした。そのはずなのに、最後に見た表情が目に焼き付いて、寂しそうな声が耳に残って、いつまで経っても気分は晴れないままだった。あの時どうすれば、スミナさんと笑顔で別れることができたんだろう。最後のデートから1ヶ月が過ぎても、俺は未だに悩み続けていた。ああ、そのせいで、最近は会社でもため息ばかり。仕事に身が入っていないと、しばしば上司や先輩社員にも小言を言われている。今日もまた、険しい顔をした先輩がデスクに近づいてきて、おいおい、大変なことになったな、ヒロ。俺の前で表情を崩した先輩は、なぜか興奮した様子で、俺の背中をバンバン叩き始めた。痛いです。一体どうしたんですか？お前な、大抜擢だぞ。あの氷鬼直々の。氷、それって。彼女のチームに入るなんて、想像するだけでめちゃくちゃ怖いけど、これで出世は確実だぞ。かわいそうだけど、羨ましい奴だ、と、俺の背中を一段と強く叩いて、先輩はどうやら、他の同僚たちにも同じことを触れ回りに行ったらしい。あちこちから、という驚きの声が上がり、哀れみのような、それでいて羨望のような視線がこちらに集中して、俺だけがちんぷんかんぷんなまま話題から取り残された。チーム？何のことなんだ、一体。その答えは、間もなく部長に呼び出された時に分かった。俺はなんと、社内で有名な氷のように冷たい仕事の鬼。つまり、スミナさんがリーダーを務めるプロジェクトチームのメンバーに選ばれたのだと、部長は告げた。我が社は現在、国内向けの加工食品を製造販売しているが、この度、海外にも販路を拡大する計画が持ち上がった。その足がかりとなるのが、君が参加することになったプロジェクトだ。プロジェクトの目的は、海外企業を招いて開催されるイベントに参加すること。そこで、会社の商品をアピールして、後の商談につなげるのがゴールだという。部長が他のメンバーとして挙げたのは、誰もが知る各部署のエリート社員ばかり。もちろん、全員が大卒で、高卒、しかも、特に目立った功績を残しているわけでもないのは、俺くらいだった。どうして自分がメンバーに？明らかに場違いなような。それは私も。いや、どうやら先日の件で、浅見くんは君に目を留めたらしいぞ。先日？そう言われれば、先日、社内でちょっとしたトラブルがあった。偶然そこに通りかかった俺は、そのトラブル解決に手を貸した。それだけの話なのだが、スミナさんの耳にも入っていたなんて。そして、おそらく彼女は、そこで俺の嘘にも気がついた。まあ、君は年こそ若いが、もう7年目の中堅社員だ。いつも真面目にやっているし、それなりに結果も出している。自信を持って挑戦してみなさい。はい。あとは、まあ、心だけは折られないようにな。それが一番心配だ。はい。部長の言葉も、ぼんやりと右から左へ流れていくばかりだった。俺の頭は別のことでいっぱいだったから。顔を合わせたら、スミナさんにどんな言葉で謝ろうと。この度、リーダーに就任した浅見です。私がプロジェクトを率いる以上、失敗は決してありえません。それを肝に銘じて、皆さんも各々の仕事に当たってください。それと、プロジェクトの進行を妨げると私が判断すれば、誰であろうと即座にメンバーから外しますので。数日後、
プロジェクトメンバーを集めた初回の打ち合わせがあった。スミナさんは冒頭から彼女らしさ全開で、冷え切った声色でミーティングルームを凍りつかせた。誰もが顔を引きつらせる。ものすごい緊張感の中で自己紹介が進んで、とうとう自分の番がやってきたとき、俺は横目でスミナさんの様子を伺った。自分は営業部の。明らかにはっきりと目が合った瞬間、俺はドキッと心臓が跳ねて、思わず言葉を詰まらせたのに、スミナさんは全く動じる様子もなく、まっすぐに俺の顔を見続けた。それがむしろ無言で責められているような気分で、俺は生きた心地もしなかった。やがて地獄のような打ち合わせはどうにか無事に終了。ぐったりと疲れ果てた様子で他のメンバーが退出していく中、ヒロくん、あなたは残ってちょうだい。とうとう覚悟していた時間が訪れた。二人きりになると、スミナさんは表情を変えずに言った。あなた、どうして自分がメンバーに選ばれたと思う？それは。早く答えて。はい。自分が英語を話せるからだと思います。おずおずと答えると、スミナさんは肯定も否定もしなかった。俺は高卒の学歴だが、実はとある理由から少しだけ英語を話すことができる。先日、外回りから帰ってきた時のことだ。やけにエントランスが騒がしいと思ったら、外国人らしい金髪の男性が、なぜか受付に向かって声を荒げていた。どうして通じないんだ？ここは浅いじゃないのか？どうなんだ？男性の叫んでいる内容が理解できるのは、どうやらその場で自分だけのようだったから、俺は受付に近づいていって男性に説明したのだった。おそらく別の会社と間違っています、と。その男性が実は外資系企業の重役だと後から判明して、スミナさんの父、浅見社長と意気投合した結果、今は飲み友達になっているとか、一緒に旅行に行く仲だとか、海外への販路拡大が正式決定した際には、輸出の窓口になってくれるとも約束しているそうよ。つまり、端的に言えば、あなたの大手柄ということね、ヒロくん。スミナさんが会社で誰かを褒めた瞬間に、この時初めて遭遇した。しかも、俺のことを。驚くと同時に、ずっと沈んでいた気分が、ここでようやく少し上を向いた。ところが、次の瞬間には、さらなるどん底へと叩き落とされた。勘違いしないで。私はラッキーじゃなくて、実力で結果を出す人材が欲しいの。イベントには、海外企業が集まる以上、英語を話せる人間は一人でも多い方がいい。あなたをメンバーに選んだのは、それだけが理由よ。そして、あなたを、私は絶対に許さない。それは、初めて見る。今にも泣いてしまいそうな表情だった。目に涙をにじませて、それでも泣かないように拳を握りしめて、スミナさんは、思い切り鋭く、俺を睨みつけていた。仕事に私情は挟まない。あなたをメンバーから外したりしないわ。だけど、許さない。宗司君のふりをして、私の気持ちをもてあそんだことは、絶対に、くるりと背中を向けて、スミナさんが早足でミーティングルームを出ていく。その姿を、俺はただ、呆然としながら見送っていた。ごめんなさい、スミナさん。用意していた言葉を伝える隙もなかった。いや、謝ることすら、許されなかった。それだけ、自分は彼女の心を傷つけていたんだと。想像以上の現実に打ちのめされて、この日は全く仕事が手につかなかった。そして退社後、とぼとぼと自宅に帰る途中、ある連絡を父から受けたことで、重かった俺の足取りは急に早まった。あいつ今頃、感情のままドアを開けて玄関に飛び込む。その勢いでリビングに突き進んだ俺を待っていたのは、よ、聖一、久しぶり。真っ黒に日焼けした、ヘラヘラとのんきに笑う顔。予定から数ヶ月も遅れて帰国した双子の弟、宗司だった。そうそう、これアフリカ土産。ダイヤは見つからなかったけどさ、代わりにレアな民芸品があって。宗司、お前がちゃんと帰ってきたら、
すみなさんは、急に俺が掴みかかったので、目をパチクリさせる掃除。様々な感情で言葉が出てこない俺に代わって、父が呆れた顔で説明してくれた。掃除、お前が帰国しないから、聖一が見合いに行ってくれたんだぞ。見合い？何それ？ああ、そんなのもあったっけ？すっかり忘れてたわ。ありがとな、聖一。忘れてただって？その瞬間、最後まで残っていた冷静さも吹き飛んだ。気づけば俺は、床に倒れた掃除へ馬乗りになっていて、父に背後から羽交い締めにされていた。落ち着くんだ聖一。やめなさい。ふざけんな。すみなさんがどれだけお前に会いたがってたか。何の話だよ。あさみが？なんで聖一が怒ってるんだよ。関係ないのに。俺だって、どんな思いであの時諦めたと。何も知らないくせに。掃除のふりなんてしなければ、すみなさんを好きになってしまうこともなかった。彼女の泣きそうな顔なんて見たくなかった。全部、掃除のせいだと。俺は怒りを散々ぶつけて、それでも気持ちは収まらず、頭を冷やしてくると自宅を飛び出した。何やってるんだよ、俺は。本当は途中から完全にただの八つ当たりだと気づいていた。すみなさんとデートを重ねたのは自分。その挙句、勝手に彼女を好きになったのも自分なのに。思いを寄せる女性に嫌われたショックを何も知らない掃除にぶつけることで発散しようとした。最低な兄だ。しばらく友達の家に泊まるそうだ。これを聖一に渡してほしいと。自宅に戻ると、すでに掃除の姿はなかった。俺のために買ってきたらしい山ほどある各国の土産品を残して、ずいぶん前にイギリスに行ったらと頼んだ覚えのあるアンティークの置き時計が目に入って、改めて俺は自己嫌悪に襲われたのだった。あさみさん、海外の日本食トレンドについて自分なりに調べてみたんですが、事前にニーズを知っておいた方がいいと思って、自作の資料を手渡そうと一歩近づいた途端、すみなさんは逆に一歩後ずさり、俺に冷たい視線をよこした。そんな仕事を任せた記憶はないわ。あなたは、イベント当日に向けて、私が用意した英語の商品説明を練習するだけでいいの。余計なことしないでくれる？すみません。プロジェクトが始動して半月。他のメンバーにも何かあったのかと心配されるほど、すみなさんは相変わらず俺に対して冷たかった。幸いなのは、プロジェクト自体は彼女の的確な指揮で順調に進んでいることか。掃除も全然帰ってこないし。どちらにも未だに謝れていない。すべて中途半端な自分にため息が出る。すると、それを見計らったように、ちょうど思い浮かべていた掃除からスマホに着信が入った。あ、聖一、久しぶり。元気か？掃除、お前今どこにいるんだよ。親父も心配は特にしてないけど。知ってる。それより、この間はごめんな。無神経だったよな。聖一が浅見を好きだなんて知らなくて。どうしてそのことを。言葉を失った俺を、掃除は食事に誘ってきた。お詫びにおごるからさ、明日の夜7時開けといて。それじゃ。おい、掃除。一方的に電話を切って、掃除は近くのレストランのホームページを送信してきた。双子ならではの勘というやつだろうか。俺はなんとなく、掃除が何かを企んでいるような気がしてならなかった。そして翌日、先にレストランで待っていた掃除は、いつものヘラヘラとのんきな顔ではなく、珍しく真剣な表情で手を合わせてきた。本当にごめん、聖一。見合いを押し付けたことも、ちゃんと反省してる。身代わりをしてくれてありがとう。いや、こっちこそ悪かったよ。いつもと違う様子に面食らいながら、ようやく俺も掃除に謝ることができた。胸のつっかえが一つ減って、途端に失っていた食欲が戻ってくる。仲直りできたことだし、今日は一緒に食事を楽しもうと、掃除の正面の席に座った。その時、ヒロくん。その小さなつぶやきに、俺がえっと振り向くと、そこには
なんとスミナさんが目を丸くして立っていた。どうしてここに？それは私のセリフよ。私はヒロくん、ソウジくんに呼ばれて、どうなってるの？僕が二人を呼んだんだよ。ついでに仲直りしてもらおうと思って。にやっと笑って、ソウジが立ち上がる。慣れた様子で、隣の椅子を引き、スミナさんに座るよう促す。まだ戸惑いながら、スミナさんは椅子に座って、突然、俺に向かって頭を下げた。ごめんなさい、ヒロくん。え？ついさっき、ソウジくんに聞いたの。本当は明日、会社で謝るつもりだったんだけど。スミナさんによると、彼女は勘違いをしていたそうだ。ソウジに寄せる思いを知った俺が、自分をからかうためにソウジのふりをしていたのだと。だけど、一番腹が立ったのは、少しも気づかなかった自分。だから、八つ当たり半分で、ヒロくんに冷たい態度を。本当にごめんなさい。いや、そんな、そもそも悪いのは俺で、あさみさんは何も、ごめんなさい。そんな、いいえ、私の方が。いえいえ。ペコペコと、お互いに何度も頭を下げ合う俺たち。俺が深めに頭を下げれば、スミナさんはそれよりも深く頭を下げる。ということの繰り返しで、テーブルに頭をぶつけるのも、時間の問題かと思われたが、そんなやりとりを、ソウジが手を叩いて終わらせた。はいはい、そこまで。お互い誤解も解けたことだし、仲直りってことで。あなたが仕切るのね、ソウジくん。そもそもの原因は、あなたが海外から戻ってこなかったことで。本当にごめん。ここはおごらせていただきます。なのでお許しを。ああ、お似合いだなと。俺はソウジとスミナさんのやりとりを眺めながら、妙に納得するものがあった。ソウジと話しているスミナさんは、いつもより口数が増えて、表情も明るい。スミナさんと一緒にいるソウジも、俺や父の前では見せない、しっかりした大人の顔をしているような。つまり、ねえ、今までどれくらいの国を回ったの？そうだな。数えてないけど、ざっと。ねえ、覚えてる？私たちがお世話になったゼミの教授。この間、たまたまお会いしたんだけど。もちろん。うわぁ、懐かしいな。そういえば4年の時、食事をしながら、ソウジたちは二人で、いろいろな話に花を咲かせた。俺も一緒にいることなんて、すっかり忘れてしまったように。そんな様子を見て、俺は、よかったと、心の中でつぶやいた。二人が無事に再会できてよかった。きっと、スミナさんの思いも、ソウジに届くだろう。だから、本当によかった。ごめん、先に帰るよ。食事もそこそこに、俺は椅子を立ち上がった。自分の代金をテーブルに置いて、振り返ることもなく店を出る。いつも、そうなんだよな。昔から、見た目こそ瓜二つだが、中身はまるで違っていた。出来が良くて褒められるのは、いつでも、ソウジの方だった。ソウジは勉強もスポーツも得意で、おまけに、人から好かれる才能まで持っていて、俺が好かれたいと思う相手は、みんなソウジのことが好きだった。俺たちを比べなかった人がいるとすれば、それは父と、なんだ？自宅に向かって夜の繁華街を歩いていると、何やら背後がワイワイと騒がしい。振り返ると、そこには、どいてください。お願い、どうして？背の高い男たちが4人、一箇所に固まって何かを囲んでいた。そして、その中からかすかに女性の声がすると思ったら、それは確かにスミナさんの声だった。あさみさん、スミナさん。ヒロくん、この人たちから急に囲まれて、全然通してくれないの。え？ぴょんぴょん跳ねながら、俺に自分の存在をアピールするスミナさん。男性たちも、俺の存在に気づいたようで、一斉に振り返る。すると、なんと、全員が若い外国人ではないか。その女性は知り合いです。何かありましたか？恐る恐る英語で話しかけながら、少しずつ男たちとスミナさんの方へ近づく。こんな時、英語を話せてよかったと、安心したのもつかの間。男たちは、スミナさんを囲んだまま、肩をすくめて
顔を見合わせると、まるで何を言っているのかわからないとでも言いたげに、ニヤニヤと笑い始めた。え？いい加減に通してください。迷惑です。先ほどより語気を強めて、スミナさんも英語で叫ぶ。しかし、男たちに彼女を解放する気配はない。ニヤニヤと笑いながら、むしろ輪を縮めて、スミナさんをさらに閉じ込めた。もしかして、日本語どころか、英語も通じないのか？俺が気づくのと同時に、男の一人がスミナさんに向かって手を伸ばすのが見えた。その人に触るな！とっさに俺の口から飛び出したのは、日本語でも英語でもない言葉だった。男の手がピタリと止まり、他の3人と一緒にこちらを振り向く。その人に触らないで。今すぐ解放して、あっちに行ってください。今度はゆっくりと、さらに別の言葉で呼びかける。男たちの顔からニヤニヤ笑いが消えた。これでもダメか。それなら、これは、あっちに行け。今度は強い口調で、さらに別の言葉で、男たちは顔を引きつらせると、俺を指さして囁き合い始め、彼らの輪が崩れて、中央にいるスミナさんの姿が見えた。そこに向かって、俺は一心不乱に飛び込んだ。スミナさん、こっちに。腕を引っ張って、ようやくスミナさんを助け出す。すると、男の一人が声を上げた。なんなんだよ、お前。ブラジル語だ。ピンときた俺は、ブラジル語で言い返した。今すぐ立ち去らないと、警察を呼ぶぞ。警察？警察って言ったぞ、あいつ。まずい、逃げようぜ。男たちが明らかにうろたえ始める。そして、逃げることに決めたのか、一斉に大きく後ずさりして、その時だった。けたたましいサイレンの音が、あたりに響き渡った。本当に呼びやがった。いつの間に、くそ、行くぞ！バタバタと慌ただしく逃げていく男たち。そこに、何台ものパトカーが走ってきて、彼らに止まりなさいと呼びかけながら追いかけていく。遠くで、男たちが確保された後、物陰からひょっこりと、宗司が姿を現した。あいつら、この辺で有名な迷惑集団だってさ、日本人の女性をナンパして困っているのを見て楽しんでたとか、通報したら感謝されたよ。宗司。宗司くん。宗司の姿を見るなり、ようやく安心できたのだろうか。スミナさんは力が抜けたように、ふらっと足をもつれさせて。危ない。とっさに、俺たちは二人同時に腕を差し出した。スミナさんがぎゅっと抱きついたのは、宗司ではなく、俺の腕だった。さっきは驚いたわ。一体何カ国語を話せるの？ヒロくん。近くのカフェで気持ちを落ち着かせると、スミナさんは俺に尋ねた。そもそも、どこの国の言葉を話していたのかさえ、さっぱり、宗司くんはわかった？最初はスワヒリ語だろ。次はヒンディー語。そして、ブラジル語だな。宗司の言葉に、俺は正解だとうなずく。冴えない会社員風の男が、いきなり様々な国の言葉を話し始めた。それに、先ほどの男たちは驚いて、思わず、隙ができてしまったのだった。ある程度日常会話ができるのは、英語と中国語、ドイツ語、あとは、挨拶と単語をいくつか知っているくらいで。すごい！目を輝かせるスミナさんを見て、俺はふと、懐かしい気分になった。昔、彼女のように褒めてくれる人がいた。それは、今は亡き、俺たちの母だった。昔から、何かと比べられる中で、唯一俺が宗司に勝てたものは言葉だった。最初のきっかけは、小学生の頃、テレビでクイズ番組を見ていた時、ドイツ語で、こんにちはを表す言葉は、という問題が出た時、僕知ってる。ドイツ語でこんにちははグーテンタークだよ。たまたま本を読んで知っていた知識を披露すると、家族みんなが驚いた。その中でも、特に母は目を丸くして、すごい、ドイツ語を話せるなんて、聖一は天才だわ。大げさなくらいのリアクションで、すごい偉いと褒めてくれた。それが嬉しくて、
また母に褒めて欲しくて、俺は独学で各国の言葉を勉強するように、そして少し話せるようになるたび、得意げに母へ披露したものだった。今度は中国語を覚えちゃったの？聖一はすごいわね。でしょ？掃除はまだ英語だけなんだよ。僕は中国語も英語もドイツ語も話せるのに。ねえねえ、掃除より僕の方がすごいでしょ？お母さん。俺がそう言うと、母は少し寂しそうな顔をした。それから、俺の頭を優しく撫でた。掃除と比べて、じゃなくて、聖一が頑張って、たくさん勉強しているから、お母さんは、聖一がすごいと思うの。偉いなって、とっても嬉しくなるのよ。母は、俺と掃除を比べることなく、いつでも、俺自身の努力を認めて、笑顔で褒めてくれた。そんな母がいたから、俺は劣等感でひねくれることなく成長できたのだ。母さんの夢、掃除は覚えてるか？俺の言葉に、掃除はもちろんとうなずいた。世界一周、だろ？旅行が大好きで、いつか僕らや父さんを連れて世界旅行ができたらいいなって。だから今、代わりに世界中をフラフラしてるんだよな。え？驚きの事実だった。俺はいつか母の夢が叶う時のためにと、様々な国の言葉を勉強し続けていたけれど、自由気ままに、興味の赴くままに、世界を飛び回っていると思っていた掃除も、実は母のことを思っていたのだ。夢が叶わなかった母の代わりに、自分が世界を見てこようと。まあ、半分は自分のためだけど、知りたいことも、やりたいことも山ほどあるんだよ。まだまだ。そう言って、照れくさそうに頬をかいて笑う掃除。そして、俺の顔を、スミナさんは交互に見比べた。ねえ、これだけ言語力に優れているなら、きっとヒロくんも優秀だったはずよね。どうして大学に行かなかったの？ああ、それは、うちの大黒柱は母さんだったから。キャリアウーマンとして、大企業でバリバリ働いていた母は、父の倍ほどの収入があった。その母が病気で倒れて、収入が激減したばかりか、貯金も治療費に消えて、我が家の家計は、みるみるうちに傾き、父の収入だけでは、息子を2人も一度に進学させることはできなかった。だから俺は、お前が行けばいいって、自分は就職して、僕を大学に進ませてくれたんだよ、聖一兄さんは。そうだったの。優しいのねと、スミナさんは俺の顔をまっすぐに見て微笑んだ。もう一度だけ見たいと願っていた。自分に向けられる彼女の笑顔。俺が感激していると、おもむろに掃除は立ち上がった。さてと、僕は帰るよ。浅見のおかげでヘトヘトだから。なんだそれ。気づいてなかったのか？聖一が店を出て行った途端、浅見はその後を追いかけて行ったんだよ。それを僕も追いかけて、あんまり足が速いから見失わないようにするのが大変だったんだからな。ってことで、あとはよろしく。え？ああ、そのうち恩返しするから、楽しみに待っててくれよな。わざとらしく腰をトントン叩きながら、掃除は店を出て行った。残された俺とスミナさんは、しばらく無言で向かい合って、痺れを切らして、先に口を開いたのは俺だった。応援します。掃除とのこと。え？好きなんですよね。あいつは、少し自由すぎるところがあるけど、何でも器用にこなすし、兄弟びいきじゃなくて、普通にすごいやつですよ。さっきだって、きっと掃除の方が早く助けられた。悔しいけど。待って。目の前で大きく手を広げて、スミナさんは俺の言葉を遮った。そして、ゆっくりと深呼吸をすると、困るわとつぶやいた。え？困るの。ヒロくんに、掃除くんのことを応援されたら。だって、スミナさんは掃除のことを。好きだったわ。あなたと、聖一くんと出会うまでは。え？にっこりと、スミナさんは優しく微笑んだ。そして、テーブルの上で、俺の手に自分の手を重ねる。騙されていたことを知ったときは、確かにすごくショックだった。だけど、
あんなにショックだったのは、きっと真実を知ったこと以上に、好きな人に嘘をつかれていたせいだったのね。いつから？いつの間にか。何度もデートをして、一緒の時間を過ごすうちに、ずっと気になっていたヒロくんじゃなくて、目の前にいるヒロくんを好きになってた。一人でスタスタ歩いているように見えて、実は時々こっそり私の様子を気にしてくれていたヒロくんを、私の話なんて聞いていないように見えて、実はちゃんと聞いてくれていたヒロくんを。そんな優しいところも、今から思えばとっても嘘が下手なところも含めて、今は聖一くんの全部が好き。たとえ嫌われようと、それでも好きだった人からそんな言葉が聞けるなんて、あまりの出来事に声が喉で使えて出てこない。好きでもない人、わざわざ追いかけたりはしないでしょ。宗司くんと話している間も、気づいたら聖一くんのことばかり考えていて、俺は。もしかして、私のことが嫌い？スミナさんの表情が不安そうに曇りかける。それよりも早く、俺は声を振り絞った。好きです！思ったよりも大きな声が出て、スミナさんは目を丸くした。それから、大輪の花が咲くように、ゆっくりと満面の笑顔を浮かべた。この笑顔を、俺は決して忘れないだろう。これからも、ずっと守っていこうと誓ったから。その後の俺とスミナさんは、片や一緒に仕事をしながら、片や社長も公認で交際するという、公私にわたるパートナーになった。スミナさんのアドバイスで、俺は自分が持つ力を出し惜しみせず仕事へ活かすことに。英語だけでなく、他にも数カ国語で商品説明ができることを目玉にして、イベント当日に挑んだのだ。うちの国では豚肉を食べてはいけないんだ。豚肉由来の原料を使っていない商品は？はい、こちらにあります。こっちは菜食主義者が多いんだけど、大豆由来のお肉を使った缶詰に乳製品や卵を使っていないスイーツもありますよ。複数言語に対応しているのみならず、それぞれの国の食文化にも深い関心を持ち、幅広いラインナップの商品を用意している。そんな評判が広まると、俺たちのブースには各国から多数の企業が足を運んでくれた。会社にも問い合わせが押し寄せ、すぐにでも契約したいという声も相次いで、浅見食品は一躍、多数の国とビジネスをするワールドワイドな企業になった。もちろん、業績も右肩上がりで、急成長企業として国内外から注目を浴びているところだ。ちなみに、宗司はまた海の向こうへと旅立っていった。一体今度は何をしているのか。ある日俺の銀行口座には信じられないほどの大金が振り込まれていて、同じ頃、宗司から絵はがきが届いた。ダイヤも発見！式までには持って帰るよ。そんな言葉だけが綴られたアフリカからの絵はがきを眺めて、俺とスミナさんは相変わらずだな、と顔を見合わせて笑った。宗司くんには感謝しないと。こうして聖一くんと出会わせてくれたんだから。微笑むスミナさんの表情は以前よりずっと柔らかい。次期社長として完璧でなければというプレッシャーから、彼女は会社で自分にも他人にも厳しい態度をとっていた。それが今では少しずつ同僚たちにも笑顔を見せるようになって、厳しくも優しい次期社長として信頼を集めながら自分自身も楽しそうに働いている。この際だから聞いてもいいかな。やっぱり、スミナさんの初恋は宗司？俺の質問に、スミナさんは少し考える仕草をして、やがて首を横に振った。違うの？そうね。きっと、その子は覚えていないと思うけど、私は8歳の時、ある男の子と出会ったの。あれが初恋だったのかも。懐かしむような表情をして、スミナさんが語ったのは、両親と出かけたショッピングセンターで迷子になったところを助けられた思い出。スミナさんが泣いていたところに、同じくらいの年頃の男の子が声をかけてくれた。そして、迷子センターまで付き添ってくれたのだそうだ。泣かないで、大丈夫だよと、優しい声で励ましながら、
今でも覚えてる。その子は手に英語の本を持っていて、とっても頭が良さそうだった。それから時が経って、大学で宗司くんと出会った時、もしかしてと思ったの。どこかあの男の子の面影がある気がして。それから宗司くんのことが気になり始めたのよね。それ、俺だ。また会ってみたい。え？俺だよ。だって俺も覚えてる。泣いていた迷子の女の子。え？言葉を失うスミナさんを見て、完全に記憶が蘇った。ショッピングセンターで、パパとママがいないと泣いていた、とても可愛らしい女の子。迷子センターに連れて行くと、ありがとうとにっこり微笑んで、その笑顔はいつまでも忘れることができなかった。もしかすると、俺にとってもあれが初恋だったのかもしれない。また会ってみたかった。俺も、あの時の女の子に。嘘。こんなことって本当にあるの？お互いにとって初恋の相手と、こうして十数年を経て一緒にいる。そんな奇跡に、スミナさんは目を潤ませた。俺も胸を熱くしながら、彼女と抱き合って、再会を喜んだ。幸せになろう、スミナさん。こうしてまた会えたんだから。ええ。顔を見合わせて、二人でにっこりと笑う。俺たちはもうすぐ結婚式を挙げる予定だ。これからも二人で助け合い、笑顔を絶やさずに暮らしていくと誓おう。運命の人と巡り会えた奇跡に感謝しながら。もしも優秀な弟に劣等感を抱いて、ひねくれた性格になっていたら、俺は大切な人の力になることも、彼女を助けることもできなかっただろう。今の俺があるのは、亡き母が大事なことを教えてくれたおかげだ。誰かと自分を比べて落ち込むよりも、自分が昨日よりも成長していること、誰よりも自分自身が喜んであげなさい。自分だけの才能を見つけて、大切な人のために育てていきなさい。その教えは、今でも俺の心の中にある。そして、これからも、俺を支え続けてくれるはずだ。